すごい。てか自分のやつさ、それちゃんとはまらへんけどいい？うん。落ちるで。はい、ということで、どっちがいいやろ。ということで、ゆうちゃんさん、早速立ちましょうよ。え？せっかくなら。じゃーん、久しぶりでもない？お空もうちょっと離れてる。見えてない顔。見て。壁。ちょっとしゃがんで。背丈合わせて。こう広げて。じゃあ顔切れてこう。自分の高さに合わせて。そうそう、もうちょっと。あと足長いいからって調子乗んじゃねえよ。はい、ということで、おさどうですか？デブやな。太った。このさ、白い帽子とね、これ、赤い帽子やってどっちの方がいいと思うみんな、今日。赤の方がっぽいか。なんか、豚ってさ、改めてさ、黒髪が似合わんくない？どう？これ、コメントどうやって見るの？まだつけてない。どっち派？無視。自分に聞いてんの？うん。違うと思うな。やっぱり。また間違えた。いけた。どっち派？何が？赤か白。どっちでもいいじ興味ないな。ゃん。似合わない。え？赤あんま似合わない。そう。自分赤似合うって言われんでる。あ、そうな。うんだからそれでいいんじゃない？自分は赤似合わんと思う。じゃあ白にするわ。キモ。いそんなこと言われるなら。や。ってことで、ゆうちゃんのなんか白も似合わんくない？服装に合ってないな、白は。そうやろ？ほんなら赤やろ。そうやろ？てか、なんでその帽子の種類が違うかな。そうやね。ないねんもんだって、そんないっぱいは。わかんない。みんなどっちがいいって言ってる？わからへん。ちょっとね、ごめんなさいね。もう全然追いついてなくて。赤色。赤の方がいいって。赤がいいって。赤がいい。じゃあ赤にします。どう？みんなこれ可愛いっしょ。これ、ライトで見つけたんですよね。え、今日買ったのそれ？ちゃうやん。これ服じゃない。あ、赤の。赤、びっくりした。でもあんま見えへんな。もうちょっと離れた方がいいんじゃない？いや、別にもうそんな言い出したら無理やろ。ケーキも食べなあかんね。じゃあ、石田さん紹介してよ。はい、ケーキです。見えてないし、やる気ある？ケーキです。なあ。これな、見せにくいね。あんたがそのだけ陣取ってるから。本質。はい、始まりました。美味しそう。ホッパー、ホッパーと。はい、ケーキ。これどこのケーキなんかな。なんか名前よくわからへんけど、あグランフロントにあるなんかケーキ屋さん。大阪の。でちなみに、これが白いちご。白いちご。みんな知らんかな。あんまり有名でもないんかな。なんかたまに聞くぐらいの。うわ、なるほどな。そういうパターンか。一人で言ってる？めんどくせえ。なるほどな。そういうパターンね。キボンシェンヌみたいな名前じゃなかった？知らん。全然見てないね。名前忘れちゃった自分も。あ、いけたいけた。これ。白いちごってなんか白いいちご。これはこれが一番高いねんな。食べます。なんか知らんけど、これが高いねんな。そう。白いちごって食べたことなくて意外と。自分どれくらいあ、そう、それ、キルフェボン。これね、見えますか皆さん。これ白いちごなんですよ。めっちゃ可愛くない？これ一つ1500円します。高っ。これにしよう。そうそうそう、キルフェボンってね、ちょこちょこ見えてますけど、キルフェボンです。結構有名なのかな。めっちゃ有名よ。だってずっと並んでるもん。大阪ではってことじゃいっぱいある。そうじゃん。東京とかにもあるんじゃない？あ、そうなんや。ゆうちゃろうさんは？え？何それ？一応全部見せたけど、忘れた自分の名前。これ知らん、これしか知らんからさ。アマオじゃない方が。ティラミスちゃうこれ。
ティラミス買ったっけ？ティラミスのタルト、いろんなねタルトが売ってるお店で、なんかティラミスといってもコーヒーは入ってないっていうね、確認済みの確認済み。上で、このフォークにしたのね、何か。ということで皆様も何かお持ちですか？何かお持ちですか？食べ物でもお酒でも飲み物でも。これちょっと見せとかないと。もう食べてるかも今。ごめん。はい、ということで皆さん、今日も一日お疲れ様。そして遊びに来てくれてありがとうございます。乾杯。じゃあ皆さんもつまみとか何でもいいので用意してください。お酒だけじゃなくてもね。例えば、ケーキとかじゃなくても、枝豆でもいいし。これやっぱあれよな。30センチ以上のホールケーキを見てたからちっちゃと思うやろ。そう、なんかお店にすっごい大きいの飾ってんねんな。そこれぐらいのもうでっかいホールで。で、ペタロはそれがワンホールで売ってるってずっと思ってて、あの大きさが。う。おう。だからすっごい大きいな、いつか買ってみたいなとかって思ってて。で、ですこのワンカットやから、大きいんだってずっと思ってたわけ。金額もまあまあ高いんかなっていうな。あの大きさやったら金額もな、まあそうそうそんだけするかなみたいなの分かるけど、実は違いました。そうなんですよ。実は違ったんですよね。ということで、食べていきましょう。なんかさっきから帽子の位置が定まらん。じゃあ、ちょっと早速、私たちタイトルにもある通り、10年を迎えましてね、付き合いまして、1月16日で、もうずっと追ってくれてる方は、料理配信の生配信ではもうね、お祝いしてもらったんですけども、改めて月1、この YouTube ライブでも、ちょっと盛り上がっていけたらなということで、皆さん、おめでとうございます。みんなおめでとうじゃないか、別に。おめでとうが自分たちで祝ってるだけっていう。でも美味しいんで。おいしい。最高。うん。なんか、白いちごは、なんやろ。酸味あるそのいちご。知らん。食べてないからな。まだ食べてないだからあんねんこの1個しかないのこれ。食べてみる白いちご。交換しようじゃん。待って今。10年を記念した。まだ残ってる。うん。じゃあ豚の席ちょうだい。あれ、盛りだくさん。どやっぱり、う？これは、甘さ控えめ。あかんか、そんなこと言ったら。ちょっと待って。甘さ。いいやろ。別にいいやろ。甘いって言わなあかんのかなと思ったけど、なんかちょっと間違えた。でも、なんていうの、こう、やっぱ、後に酸味が来るわけよ。なんか普通のいちごってそうや感じ？普通のいちごって感じ？だけど、これ食べてみて。酸味がなくない？なんか酸味もないけど味もないみたいな。やめないよ。味はあるよ。薄い。でも確かに淡白、薄いってちょっと着心地あって聞こえが悪いけど、なんていうの？薄い薄いわか。薄ない味。なんかする味。味する。味はするけど探すなあかんやろ。酸味がないもんそうやねんけど、なんか普通のいちごってこう後にこうグイーンって酸味がキャーンってくんねんけど、この木いちごはオシャンティー、なんかこう関西人じゃない？わかる？木いちごじゃないでこれ。白いちごが普通のいちごは関西人、関西人でも違うんだけど、なんか名古屋人って感じがする。わかる？全然分からへん。なんかこう関西人はもう最初からこういいってくるイメージだからちょっと違うわ。普通のいちごはちょっと名古屋人、こうなんか掘っていけばすごい面白いみたいなさ。めっちゃ偏見。だけどこれもう関東とかもう神戸の人とかわかる？同じ関西でもなんか上品ですみたいな。でも京都とは違うみたいな。もうザ綺麗です私みたいな感じだから味にそんなに癖を持ってこないっていう、お上品な味っていう感じですかね。はい、それをシンプルに言うと、もうやめて。お店の名前も言ってるんやからさ。そう変なこと言わんといてまして。決してごめんなさい。私たちが表現が下手なだけであって。ケーキ自体の別にあれを言ってるわけじゃないからいいや。まあそうやねんけどな。聞こえ方によって人によってはさ、なんか悪く言ってるって捉える人もいるかもしれないじゃない。
それじゃないってことを言いたいだけ。ねだからシンプルに言うとだからお上品って言ってるよ。そう味が薄い。いやツッコミをせっかく言ったのになんかもうちょっとダダ滑りダダ滑りなんだけどせっかく言ったのにそう優しい味ですね。はいだからなんか甘いのが苦手な人もいるやん。ちょっとこうなんかシンプルにイチゴを感じたい人にいいんじゃないですかね。だから甘おうとかとやっぱまた違うって感じ。まあ誰もブー太郎たちのレビューにそんな何も望んでない。なのになんか熱く語っちゃいましたがごめんでもさ知らないです。白いちご食べたことないんでここの白いちごがそうなだけかもしれないからちょっとありのまま伝えてるんでちょっとごめんなさい本当に変な風に捉えられてたら嫌やな。これでもさペロッと食べれるね。ちっちゃいもんな。確かになんか美味しいな。美味しいけど、美味しいな。何そんな含みを持たせるわけなんでこれにしたかっていうのもな、ほんまはハーブスに行こうと思ったってんな。だけど距離があってこっちになったっていうな。時々効果音が流れてる。どういうことやろ。なんかブーちゃんかな。自分かも。あ、通知来てない。来てない。ほんまやな。ごめんなさい、携帯のせいです。ゆうちゃろうがね、ゲームの音みたいな。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。自由やなやつちゃう。ほんまに自由。あ、そうなん、聞いとかなあかんねや。きっとかないと通知音になりますから。あ、そうなん。ずっと何の音やろ。でもさっきまで編集中やったからさ、パソコンがちょっとこう音鳴らしてるような仕様になってるのかと思ったけど、そんなわけないなと思って。あんたやったか、犯人は。失礼。でも最高に美味しいです。なんかタルトってこうさ、やっぱ見た目が可愛いしさ、幸せな気分なの。もうサクサクの部分が好きなんですよ、ブー太郎、昔から。昔はタルト好きやってんけどな。みんなやっぱりとかせやんなって音してましたねって。すいません本当にうるさかったかな。何食べてるんですかということでね、ケーキのタルトを食べてます。どっちやねん。メタルさん、あ、今回の動画でもそうやねんけどな、なんか日本語おかしいねん、例え方が。全然美味しくなさそう。食べかけごめんなさい、こんなものを食べてます。はい。ということで、まあ、今日はですね、ちょっと冒頭にもちらっと言いましたが、あれぐらい、普通にペロッとかやって舐めてしまった。どうした姫。なんかさ、ぶっさいくな、今日の豚郎。マジ太ってきたくない。はい、姫ちゃんです。姫ちゃんです。食べ物が食べたい。姫ちゃんです。はい、姫ちゃんファンの人、どうもーって。姫だよー言うて。チューはじゃあ食べ物ねな。あ、だから抱っこ嫌いねんな。行く持つとか言って抱っこする。ぶっちゃんおいでよ。ぶっちゃん。どんな時やな、お前なんか担当しとったぞ今。ぶっちゃんは抱っこされるのがあれ、私もそっちがいいみたいな手伸ばさんといてよ。いいやんかブー太郎でもあんたなんで嫌なんの。見えますか、家族写真カシャ。ブー太郎さん前髪薄くなったくらいなんか嫌やねんけどマジで。はい、なんだよかわいいなあって見てブーの声今ここに出てんだけど、なんであんたそっちなんて私と可愛いやみたいな目で見てんだけど、それ姫のゴムのやつやもん。さっきまでブー太郎にそんなさプルプルしてくれる。ブーちゃんチューはお前。はいはいはい、分かった分かった、押してあげよう。これで皆さんちょっとチューしてみて。
チュって言ってみて。チュはチュ。言葉でよ。ほんなんか配信やめていいなんか一気にテンション下がってるけど。なんでなの。今日ブータロ病院連れてったからかな。怒ってんのかな。いや、わからん。それはないんじゃじゃあない？今日ね、大ただケーキの変なブーちゃん。匂いがしたんちゃう？自分ケーキ食べてたから。ブータロスーパーボールの匂いとかしたってこいや、わからんけど。いやケーキの甘い香りが。と？いや、ブータロだって食べてるやんか。だからそそられへんねんって、この白いちご。もうやめ、ほんまに。え？なんか悪口みたいに言うの。いや、多分そうやと思うで。あんまりその、いや違う違う、多分今日ブータロが病院を連れてっていっぱい懲らしめたからやね、ブーのこと。そうなの？だってミミも、うんこのさ、ブーちゃんってもうミミがすぐ外耳炎になりやすくって定期的に洗ってもらってるんやけど、それも嫌がんのよ、うちのブーは。でプラス今日狂犬病のね注射を打ってきたんで痛い思いいっぱいしたからさ炒めてきたの？炒めてきたの？そうだから多分怒ってるんだと思います。はい、まあそんなコーナーでもうちょっといつも前置き長いんですけどね、私たち。まあちょっと初見の人も増えてると思うんで、初見の人いますか？コメントで。初見組の人はじゃあ、そうだな、初心者マークの絵文字なんかをちょっとつけてもらえたら嬉しいかなと思います。どんな絵文字なんそれ？初心者マークって車の？車の。で、一面の人は、豚と猿の絵文字をちょっとつけてもらって、今どれぐらいの割合でちょっと見てくれてるのかをちょっと確認したいと思います。豚の子帽子ない方がいいんだね。なんか痒くなってきてさ。結局つけへんやろなと思ってた。自分は。もう最初に気軽としてて。気になって気になって。なんかもうこのままいかせてもらいます。いっつもやで、それ。どっちがいいとか言ってな、みんなにな。どっちがいいってまーとか言ってな。で、みんながじゃあ、この色とか言って、ああ、この色じゃあ着まーすって。だいたいな、20分か30分ぐらいしたら、かゆくなってきた。もういいやとか言って。あ、じゃあ聞くなや。初見の人いっぱいおるわと思ったら嘘つきばっかやねんけど。嘘あ、でも中にはおるかな。うん。あ、いるわいるわ、ちゃんと。ごめんなさい。かわいいな、豚と猿のこう絵文字を改めてこうやって見ると。いいよいいよ。あ、ほぼ初心者っていう人もいますね。いいいいいい。大々的に初見作業をしてる人もいますしね。大々的に。はい。いや、皆さんありがとうございます。まあ、ということで、一気にまとめて最初の手始めは、初見殺しの中をこれからも広めていこう文化としてということで、10年を記念して、初見殺しの中だこれでも耐えれるかということで、もうこの猿豚を売ってる人は耐えれてきた勇者たちです。いつもブー太郎とヒュチャロウのいろんな場面をこう見てきた勇者ですよ。あ、そうなんや。あ、これヒュチャロウはアマオや。これはアマオな。これはアマオ。これは2番目に高いやつで、これ2番目に高いんや。これも1500円。どっか白いちごとほぼ変わらないです。あ、そんなもんやったんや、白いちご。そうですよあ、そうな。あ、じゃあそれやったら納得やわ。で、ブー太郎もう1個はチーズタルト。お前ら2個も食うのかいっていう聞こえ方ですけど。はい。当たり前かのようにな。はい。まあでもそう。これ1個じゃ足りないんですよね、私たちは。もう自分もほんまこれさ、昔はほんまにワンカットでお腹いっぱいになってたのに。すごいな。平気やろ。うん。はい。おえって見えた。ということで、ちょっと私はまだ1個目が食べ終わってないし、喋りたいしで、ちょっと忙しいんですけど。こっちの方が美味しい、いちご。甘いやっぱ。食ってみて。あんたそれちょっと。全然違う。大きさも違うやん。白いちごはなかなか手に入らへんから。多分だからあんまり手に入らへんかった感じ。あ、やっぱ、いきなり来る。これ関西人って感じ。あ、ごめん、福岡のな、もう。怒られるわ、マジで。あ、福岡のじゃなかったっけ、甘おって。知らん。土地を止めたとこが栃木やろ。甘おって福岡ですよね。そうだ。違うんですかね。嘘かもしれないです。確か、違うかも。みんなね、違いますって来そうやな。やっぱ、オーソドックスな美味しさを求めるならやっぱ甘おなんでしょうね。
2個は食べ過ぎですよ。そうなんです。ごめんなさい、ちょっと今食を堪能してて、うん。なかなか喋れないんですけど、許してください。晩ご飯食べてないから。そう。でもお昼はほら、福岡やん、あまお。あ、そうなんよ。うん。ケーキ食べれるお二人が羨ましいって見えた。嘘。すいません。いただきます。食べれない人もいるでしょ、そりゃ。うん。あと、ちらって見えたけど、うん、これは後で。でかすぎて困るな、これ。うんいちご。しょっぱなさ、こんなにずっと食ってる人がおる。いいよ。もう今200人ぐらいの人がさ、うんタイトル見てさ、10年のなんか話してくれるんじゃないのって。今日10年スペシャルなんですよ。もういいよ。いろいろ思い出語ったり、まあ秘訣ですよね。10年の秘訣を語ろうっていう回なんですよ。やってるか。はい、今日はその回です、皆さん。イエーイ。ということで、まあさっきも言いましたけど、1月16日ですね、2024年。そちらで、なんと私たち付き合ってですね、もう丸10年が経ち、今11人目にもう突入しております。で、まあせっかくなので、あんまり語ってないなと。10年について。なんでやんのか、お前。やんのか。おもちゃかな。いや、違うと思う。喋り始めたから。あんたそのことブータンのこと嫌いやな。お前は喋んなって。でもあんたの方見てんね、でも。めっちゃ。どうした疲れた暑いかみんなさ、どういう状況やと思うめっちゃ腹立つんで。あんなとこからこうやって吠えてあいつ。なあ、名前、あんた姫やねんね。もっとおしとやかになってよ。ねほんまにさ、姫ってさ、姫じゃないよな。え。突進してくるしさ。確かに。食べ物が欲しいんじゃないなんかおやつないああ、おやつやるうん。なかなか喋られへんな。いいよ、喋ってたら。何が食べたいなんかめっちゃスイッチ入ってんけど、どうやって入ったかまた忘れたから、これまた一からやねまたみんなさ、最初からループして、もう何回も交際10年になったんですよから始まんねんっていうとこなんですけども、私たち10年を迎えました。無事で、まあいろいろUV クッキングとかを見てもらってたら、まあ、一番 UV クッキングがですね、多分自分たちのもうほんとキンキンを知れるというか、なので毎週水曜日は、まあ、2024年もですね、どんどん、ほぼ開催すると思うので、まあ、7時半ぐらいからですかね、まあ、料理がサブでほとんど料理をしながら喋るっていう、その定期的な毎週恒例のライブ配信をやってますので、まあもう大体のね人がもう知ってるよって感じだと思うんですが、もし知らない人がいたら毎週水曜日ぜひ遊びに来てください。お座りはお座り。お座り。お座りして。そうだから、まあこの姫、お座りはお座り。お座り。マジ自由なんですよ、私たちのチャンネル。お座り。座りよ、お前。おい。お座り。場所が悪いね、姫は。姫は硬いところあんまお座りしたくない。食べれるはいねお座り。ちょっともうなんかね、話したけど、多分今日話したらあかん日なんかな。なんかすっごい何か天からさ、こう、お前は話すなって言われた気がする。今日ブータのダメな日なんじゃないブート姫にも嫌われてるし、あそうだ今日。なんかあんたが仕切る今日。なんかそんな日な気がしてきた。なんでどうしたなんかこう、始めようと思っても何かがこう、来る。来る申し訳。うん服まさかのそうお揃いです。で、また話戻るんですけど、そう、で、UV クッキング見てください。それが多分一番ほんとキンキンでの自分たちです。で月1は今日みたいな感じで、毎月ね、なんかいろいろ自由に、まあ、ちょっと今年はトークテーマをちゃんと決めながらやったり、たまに企画もねやったりって感じで、まあ自由にですね、結局は、まあやっていくので、まあこの月1ライブもキンキンとキンキンなんですけど、結構 UV クッキングと話がね、こう一緒になっちゃったりすることも多いと思うから、一番最新は多分 UV クッキングがいいと思います。で、動画はもう過去のがどんどんこれから上がっていくので、ああ、2023年にまだ取りだめてる動画も全然上げれてないですし、
でもなんなら今、正月の旅行行ってきたんですけども、まあ、その動画をね、今、必死に編集してるんですが、それももう、だってもうすぐ2月でしょ、もうすぐ。もうすぐなんか言うね、もうすぐって感じなんですけど。もうでも今月中にはそれは間に合うので、まあ、できれば明日あげたい。なので明日、てかあげる。もうあげるって言い切るわ。なので明日、旅行動画あげるので、それを皆さん楽しみにしていてください。ほんまは3つあげたかったからね、最低。やっぱ1個が限界かも。ということで、まあ、そう動画はちょっと時系列が遅れちゃったり、急に最新の来たりとか、なんかもうほんと時系列ぐちゃぐちゃなので、まあ、ちょっと、まあ、自由なチャンネルですが、今後ともよろしくお願いします。で、まあ、今日はですね、振り返ろうの回なので、私たち10周年迎えました。で、今日、改めてさ、概要欄にも実はもう貼ってて気づいてる人いると思うんですけど、一度だけ、交際6年の秘訣っていう動画を上げてるんですよ。うん。で、まあ、実写チャンネル始めたのがそれぐらいかな。交際6年ぐらいの時に、実写チャンネルって言い方が合ってるのか分かんないけど、こう、2人でカップルチャンネルとして、なんか本格的に動き出したじゃないけど、まあ、それまではゲーム配信とかさ、もう休業期間があったりとか、もう本当に今以上に自由にやってたじゃないですか。で、まあ、そんな中、いろんなカップルとしてこういろいろ語ってきてさ、馴れ初めも語ってきたし、あの頃が一番多分雑談系多かったと思うんですけど、で、それを見返したわけよ。なんか今とどう変わってんのかなみたいな。交際6年の時に思ってた秘訣と、今、10年経った今、思う秘訣についてちょっと語っていけたらなと思うんですけど、皆さん見てもらえたことありますかね？覚えてますか？てか、見たとしても内容忘れてると思うんですけど、まあ、今日ゆうちゃろとも一緒に見てんな。車の中で、まあ、無理やり見せたんですけどまあ無理やり見せたも違うか。ちょっと車で聞いていいっていうことで、車で一緒にそのラジオ感覚でその動画を見返してたら、どう思った？ゆうちゃろさん的にあれを聞いて。相変わらずやなって感じ。あ、変わらんって感じ、それぞれが述べてんのよ。ゆうちゃろが思う交際6年の秘訣と、ブー太郎が思う交際の秘訣。ゆうちゃろは、なんて言ってたっけそれを忘れんようにメモったんやな、ブー太郎。そうなの？そう。もう絶対これ見ても、すぐ忘れるから、ブー太郎。何を言いたかったのか。なんて言ってた？過剰書きでそうやろ。そうなるやろ。もうこんなんばっかなわけよ、みんな。わかる？もう喋りたくてもさ、すぐもう右から左やからさ、こういう内容を喋りたかったのにな、みたいなの多いんですよ。あ、で、ギャグ戦とか言ってた。てか、一般的な、こう、お付き合いする時に長続きする秘訣っていう例で、こう、ギャグ戦が共通とか価値観が一緒とかをゆうちゃろが述べ始めてて、最初にいきなり。で、こう、まあ、折れる。だけど自分たちはちょっと違うみたいな。価値観も違えば、ギャグ戦はまあ、どうなんやろな、似てる部分もあるけどっていう。で、折れるのが大事みたいな。折れて、お互いがその、理解し合える姿勢が大事っていうのをゆうちゃろが言ってはって。で、ゆうちゃろって人付き合いが苦手やん。まあ、未だにかもしんないけど、当時もそうやって、で、それでなんかこう、人を信じれないとか、その人の話に耳を傾けれないから、ブー太郎をこう、なんていうの、思い通り洗脳するじゃないけど、なんだったね。育った環境がそうやから、外野は悪やから。そう。マジでそう。外野は悪やから、うちの家系は。うちの家系はっていうどんなか、家系な？うちの育った環境はもう外野は悪。だから多分、こう、そこに自分が一歩外に出て、なんか周りと付き合おうもんなら、洗脳してるつもりはないんやけど、こう、なんか多分洗脳っぽくなるんやろうな。自然と。でそれがだんだん解かれてったって感じ。でもさ、すんごいわけわからんこと言ってて、相変わらず、6年、4年ぶりに見たんかだから。なんかこう、なんかそれはもうメモにすることさえもできへんかったんやけど。冷めるってやった。そう、なんか、こういうので冷めるみたいで、なんでその話になったかって言ったら、ブー太郎は秘訣は3つ挙げたね、大きくね、大まかに。まだ知らない人は概要欄に貼ってるから、またその秘訣の動画見てほしいんですけど、
で1つ目が何つってたっけ書いてないねんけどちょっと待って、何やったちょっと待って、何やったっけな。なんで書いてない忘れた。忘れてないねんけど、なんとなく覚えてんねんけど。まず、最後が束縛。3つ目が、その束縛があんまりない環境というか、あるねんけどないみたいな。職場もその24時間一緒やったからさ。そう。で、あと2個目が、この嫌いなとこも、嫌いっていうか嫌なとこも、なんかもう自然と許せちゃうみたいな。その話をしたときに、ゆうちゃろうがこう反抗してきて、ブー太郎に。反抗してきた。要はさ、多分理想のタイプとかあると思うんですよ、皆さんにも。それぞれ。こういう人が好きとか、こういうことされたら嫌みたいな。で、例えばそこで。こういうことされたら嫌。ごめん、それは嫌よ。いや、別にやけど。ブー太郎も嫌やわ、それは。例えばさ、ゆうちゃろうやったらさ、普通、ブー太郎もめっちゃ鼻くそほじんねんけど、もうそんなん嫌やんか。恋人のそんなんしてるとこみんな。いや、あんた別にそこ鼻くそはちょっと軽すぎるわ。鼻くそほじった後、ネギネギを言わなあかんやんか。そこを言わないと。鼻くそほじるはみんな鼻くそほじるやろ。いや、ほじるって言ってもさ、大体みんなこうティッシュ使ったりとか、こう、やったりとかさ、綺麗にするわけよ。あ、そうなんや。もうブートの方もダイレクトにこうさ、もういっちゃうし、それをさらにこうさ、ネギネギしてさらにはこう飛ばすとかしたりとかするから、ドン引きじゃん、そんなん。で、例えばもう一番ちゃんとした理由とかやとしたら、よく喋ったことあるけど、風邪ひいた時にさ、ブー太郎が。これ大喧嘩したら、その時の動画でも話してるけど、こうお風呂入る派入らない派論争ってあるやん。こう熱出たらお風呂入った方がいい派と、入らない方がいい派。どっちかというとブー太郎は入らない派で、ちょっとどっちかというと古い系の考え。ゆうたろうは今日結構ちょっと最新先端みたいな。なんかお風呂入った方が結局はいいんだよみたいな。でそこでこう大物にした時に全然譲ってくれなかったわけ。ブー太郎が病人やのにもかかわらず。でもほんまなんかしんどい中喧嘩になって、でもほんまにもういやーみたいになって、多分以前のブー太郎やったらもうそこでシャッターってなってもおかしくないけど、だけどもう次の日ぐらいにはコロッとさ、もう何もなかったかのように慣れちゃうみたいなのが秘訣かなみたいな。やっぱ好きじゃなかったらそこってさ、もう一気にシャットダウンしちゃってもう続かなくなっちゃうじゃん。もう嫌いみたいな、どんどん嫌なとこしか見えないみたいな。でもやっぱそうじゃないからさ、っていうことを話した時にいやってゆうちゃろうは、それってブー太郎に対してよ、女目線の回答じゃないって言われたわけよ。あれも今日見てもびっくりしたわ、ドキッてしたわ。何それってなって、同じあの時のブー太郎と同じ一回経験してんのにさ、なんか何どういうことみたいな。なんかあの時のゆうちゃろうなんかすごいな、顔も可愛らしいし。なんだ今は可愛らしくない。今はさ、やっぱ同じ人とかって言われたもんな。なんか年いったし太ったな思って。そりゃそうだろ。なんかこう4年前やろ。刻まれてる、なんかこう彫刻のよう。はい、ちゃんとあれがシワが刻まれてる。刻まれてってるって感じがする。30代をあれしてるから。それはそれでいいと思うけど、でまだちょっとこうピチピチの若いやつらがなんかこうニコニコしながらさ、なんか言って喋っててんけど、あの話を今聞いてもなんか意味がわからんかったの、それは。どういうことだあれ。なんかよくわからん自分も。なんか男性はこういざとなったら一気に冷める瞬間があると。なんかこう自分が想像してるのと違う姿を見たときに、例えばブー太郎がこうさ、クールにさ、実はゆうちゃろうの前ではしてたら、なんか変なことせえへん、それこそ鼻くそほじらへんと思ってたら、蓋を開けて付き合ってみたらさねりねりねりってしてるのを見たら一気に冷めるってことやろ。だからもう違うギャップすぎてみたいな、いいギャップじゃなくてみたいな。多分そんな感じだと思うけど、でその意味は分かんねんけど、それって結局男も女子もどっちも悪くねっていう、その時もブー太郎突っ込んでんねんけど、
そ何その同じくだりをまたやらなあかんのこれで。う。いや違う、だからさ、今また分かりやすく説明してもらえるんかなって一瞬気になっただけ。分からん。分からへん。うん。そう、まあ、この内容気になる人は、ぜひちょっと概要欄からそのね、懐かしき6年の交際、6年の秘訣動画見てほしいんですけど、あともう一つ、ブー太郎がもう一個言ってるはずなんですよ。嫌なとこも嫌じゃない。で、24時間一緒のこのスタイルがなんだかんだ強い。あとな束縛じゃ束縛がそういうの入んねんな。ん一発目なんて言ってたんですかね、なんか忘れちゃったな、ブー太郎が。とりあえずそんな感じ。だからとりあえず、ほんで、どう ?10 年経ったけど、めっちゃまとめ方下手。司会的に今。 10年経ったけどどう別に何も変わらへんけどな。変わらへんっていうかおいいやなんか大々的タイトルで、うん大々的の秘訣ってさ、書いて見に来た人今めっちゃ表紙抜けると思うけど、変わらんのかい。変わらないですよ。終わり。結局変わらないですね昔と。別に特にこれといって変わったことはないよな。芯の部分は根っこは別に変わってないから、そっからじゃあなんかこういうことしたああいうことしたっていうのも別にないかな。なんかあったかな。でもさ、ブー太郎が一個思ってるのは、そのブー太郎が3つ目に言った24時間体制が一緒じゃなくなった瞬間がそれこそ去年あったんですよ。うんうんブー太郎が秘訣やと思ってた分。うんそれがすごいなんか違ったとこやなと思って、この6年から10年間で積み上げてきた時に、一旦離れた瞬間があったから、そのじゃあ秘訣がもしね、違うこう離れ離れ、仕事離れ離れ、こうすれ違いが増えた時に、じゃあどうなったのかってなった時に、どうでした？なんか絆の部分とか、そういう。どうもなってないよ。じゃあそれはまあブトラとで喋るけど、ゆうちろ的にどうやと？別にどうもなってない。なんかもっと一緒にいたいとかなったとかさ、なんかやっぱ仕事一緒の時の方が良かったのか、別にそこはどっちでもいいなって結局思ったのかとかさ。だから自分目線ですると、うんなんかその余裕がなかった。そういうふうに考える余裕がなかったから、なんかもう仕事に、なんかう、こうね。没頭みたいな感じかな。で、最初は、なんていうの、ちっちゃいところで言うとさ、なんてホームシックとかあったやんか。あったよね。そう、あんなとかはあったけど、でもいざなんかこう、仕事変わりますってなったら、やっぱり、もうそっちに没頭って感じになるから、その寂しいとかっていう言ってる暇がなかったというか、どっちもな。だからそれに対してさ、こうなんかやっぱり前の生活の方が良かったってなったのか、それともこれはこれ、それはそれみたいな感じで割り切れたのかとか。その時は割り切ってたよな、完璧に。だから今は今で一緒に24時間一緒やけど、それはそれでまたいいんちゃうかなと思うし、それはその時はその時で、よかったと思ってる、自分は。じゃあそれもそれがもしじゃあ仮にこう続いてたのを想像した時にさ、あんまデートもいけない、でそれこそ喋る時間もあんまない、でももうなんか時が一緒にいる時間の絆でこうカバーできるっていうイメージ、それともなんかそれはそれでやっぱ寂しくない？でブー太郎はやっぱちょっと思ったわけ、環境が変わったから、やっぱり一緒に入れた時が幸せやったなって、そういう意味でね、こう楽しいとかこう楽とか安心するとかっていう意味で、仕事面とかになってくるとまたちょっと話が変わってくるけど、2人の関係性っていう意味では、僕らはやっぱり一緒の方がもちろんなんか幸せな環境にいたいなって思わされた。それがもう絶対そっちに戻りたいとかじゃなくて、なんかすごいやっぱいい環境にいたいなって思ったけど、やっぱここも違うよね、価値観っていうか考え方が。そうやな。だからなんやろな、2人でなんか何かをするって、生きていくってなんか大変なんやなっていうのはそこでも思わされたな。例えばエピソードは自分のなんていうんやろ、
だから平気大丈夫っていう認識があったからこそ自分は外に出たわけやんか。うんうんうんでも実際蓋開けてみたらさ、自分は大丈夫でももうそこでズレが生じてきて、っていうのを目の当たりにした時が1回だけあって、ズレどういうズレなん例えかばそれ自分はその思ってたことと、ブー太郎がその感じてることがずれてて、一回ブー太郎なんか泣いとったやんか、家で。覚えてる？なんだうん。あと最後まで泣いてるって言っとったけど。泣いてないよ。泣いとった。布団に潜り込んでただけじゃん。潜り込んで泣いとったやん。強がってたけど。泣いてたっけな。鼻ジュルジュル言わせながら。泣いてる演技ちゃん、ブー太郎のこうやってこうやって落ちるわみたいなあざといブー太郎が出てたんじゃない？泣いてないけど別に。そういうそれを知った時に難しいよなと思った。二人で生きていく。でもさ、じゃあさ、まあ仮にブー太郎がじゃあ泣いてたとするわ、その件で。じゃあなんで泣いてたと思ってる？ゆういちろうの考え、ゆういちろう側のブー太郎を見た時に、なんでこの人泣いたんやろう？でどういうとこにこう罪悪感じゃないけどさ、あってなった？何この真面目かい？大丈夫みんな？今日全然面白くない。信用ないんやなと思った。なんかまずそこにショックを受けた。自分ってこんな信用ないんやみたいな。だからそのなんていうのかな、重みが違うというか、言葉一つの例えば LINE 一つでもそうやけど、なんかこうそこも価値観なんよな。どっちかっていうと、自分はもう一個例えるんであれば、もう帰れそうみたいなもう空気があるわけよ、仕事してて、もう終わりやと思って、もう帰れそうってポンって送った LINE にすごくブー太郎はなんていうのこう受け取り方として、やっと帰ってくるみたいな、だからもうよしとこうみたいなさ、こうほんまにこうやけどなんていうのかな、こっちからすると結構ポップな感じというかさ、こう軽い感じ、帰るかもみたいな感じのニュアンス、まあそれ何をやってるかちょっと分からへんと思うんだけど、残響が多かったんですよ、ゆういちろうって。その面で、ブー太郎はずっとこう、ゆういちろうの帰りをご飯を作ったりとか、いろいろしながら待ってる状況なの。ゆういちろうはもう何時に帰るか分かんないっていう時やったの。で、そういう意味で、ゆういちろうは、LINE をするときに、こう、ブー太郎にね、終わった後に、こう、ポップな気持ちで、もう終わったよ、みたいな。そう感覚で送ってたってことだよね。そうだからそのほんまになんていうのかな、今のところ、今働いてるところの終わり方とやっぱり違うやん、他の会社って、どうしても、例えばタイムカードだったりとかさ、こういろんなことをして終わるみたいなさ、ゴミ捨てとかさ、あっていろんなこう弊害が出てくるから、その場で終わったと思っても、いざじゃあ自分の車に行くまでの間の道中にいろんな試練があるわけよ自分からするとな。でもそれを知らんやんブー太郎って、だから、そこは分からんよなと思って、それは別れって言っても無理やし、そりゃそう思われても仕方ないわと思ったけど、でもやっぱりどうしてもなんかこう、こんだけ信頼ないんやっていう、なんかそこにショックを受けてた自分は、あれを言われて、やっぱそういうこのねショックを受けたって感じやな自分はな。けどそのブー太郎の気持ちも分からへんわけではないからさ、言ってる意味も分かるし、だからまさかそんなことになってるなんてみたいな衝撃を受けたというか。だからすごいよね、やっぱりさ、頑張ってる側はやっぱ必死やし、こうもちろんさ、ブー太郎がいろいろやってきたことに対して多分感謝もしてくれてたやんな。それは自分はな、そうやね。バリキもない感謝してくれてたやん。さ、それはそう。交際6年の時もさ、めっちゃキモかったけど、今以上にブー太郎の喋り方。なんなんあれ。ちょっと話ごめん戻るけど。俺今思い出した。ちょっとめっちゃうざいねんなと思って、傍から見たら、第三者から見たら。お互い様や。今も多分そういう面が出てたと思うけど、いやだけど、なんていうの、あの時のブー太郎は素直にそれこそ
やっぱりゆうちゃろうが言うようにほんまに信用してなかった。ゆうちゃろうの言葉一つ一つに。っていうのはゆうちゃろうの裏を知らないから、ブー太郎は。ゆうちゃろうはもう必死やから頑張ってる。信じてくれてっていうのが当たり前みたいな。支えてくれてありがとう。もちろんそうやと思うんだけど。すごかったもんな、あの時。一発目の発言覚えてる？あの時何て言ったか。あ、嘘つかんでいいからみたいな。そう。うん。で浮気してんねやろって始まって。浮気も言ったっけ？言っとってね。あ、そうなの、浮気とか言った？浮気してんねやろとか言って。もういいよ、別に帰ってこんで。かわいい。もうそっち行きやんみたいな。どこ行けっていうのみたいな。どこも行くわってないんだけど、だからさ。いやもうほんまに衝撃わからなかったよ。もうあの時のブー太郎ってうん体力的にもまあしんどかったけど、なんかもう精神的になんか結構もうなんかわからんくなってて、まあそれはそうなんなかってもしゃあないなっていうのを理解できてたからさ。ブー太郎はさ、まあ、ゆうちゃろうがいなくなったとはいえ、まあ職場環境も変わらなきゃ生活リズムがその仕事面では一緒やったわけで、いろいろ大変なことも聞いてて理解はしてたつもりやけど、あまりにもこうほうれん草じゃないけどなんか連絡がない日が続いてたわけ。その三次事件っていうけど、さっきの事件を三次事件と名乗るのであればそれまでの経緯があるわけね。多分今この一部だけの事件を聞いてたらさ、いきなり心配しすぎだよみたいな捉えられ方もすると思うけど、何回もこう残業がもう終わったって言われてでも帰ってこないっていう、こっちからしたらさほんまにわからなかったわけ、意味が。なんで帰れるってじゃあ送ってきたのに帰ってこうへんのみたいな。でプラス実際にさこうね話し合いとかでご飯食べに行くってことも多かったやんか。仕事だけじゃなくって。なんかそういうのを聞いてて、しかも女の人やったやん。まあ関係ないけど性別は。性別は関係ない。だけどなんかいろいろやっぱさ、悪い想像が膨らむわけよ。だって帰るって言ってるのに帰ってこないとかさ。そうね、まあそういうので、まあ、ブー太郎がなんかちょっともう支えたいけどなんか本当にこうなんていうの、信用していいのか。でプラス、まあ、そのさその面はもう最悪我慢できたとしてもほんまにこう健康的にも心配したわけよ。です。あ、服いいよ。はい。そうだから全然やっぱそこでも捉え方は違ったよねっていう、ちょっと簡潔にまとめると、だからまあそういった意味ではやっぱりこう24時間一緒じゃないとやっぱり弊害は出てきたら当たり前やけどさ、やっぱなんかこういうのですれ違いって出てくるんやろうなっていうのはやっぱ思ったから。面白いよな。なんか今やからこそ振り返るとさ面白いなって思うねんけどさ、なんかその当時はさ、なんかこうそれをいや違うっていうのに必死すぎてさ、なんかそうやねんな、こっち側からするとさ、いや女の人っつってもまだそんな20歳過ぎてまだちょっとしかなってないような子がさ、その言うまでは全然そういうの言ってなかったと思うんで自分。言ってたで。言ってない。なんでそんなに行くんとか言ってない。なんでそんなに行く？ご飯なんで行くんとかさ。違う、そういうとこじゃなくて、その子と基本そのご飯行ってたけど、そんなほんまになんかちょっと、まあそうか、男ってロリコンっていうもんな。何どういうこと急に。いやそこ心配するんやな。いや別に自分そんな年下が好きとかじゃないからさ、なんかその自分目線だよねこれ。ブー太郎目線じゃないで、その自分ほんまに自分目線で、なんでこんななんか疑われるんやろうってすごい不思議でしゃあなかったよ。何のあれもないのになと思いながら。ただそれだけ。難しいね。分からんもんな、それは。嫉妬の部分はそんな別にあれやったんやけどっていう感じだけど、とりあえずだって言ったやん、健康面とか、この生活をずっと続けていけると思ったら大間違いやでみたいなとかさ、まあその話はまあ結構前にもしたので多分皆さんもねもう耳にタコぐらい聞いたと思うからさあれなんですけど、まあだからその自分が言いたいのはこの交際の6年の時に言ってたことは、まあ、ある意味、まあ、当たってはいたし、
だけどゆうちゃろう側から見ると当たってないしっていう。だってそこに対して重要点はないやろ今。その経験を得た、振り返った時にブー太郎がそう言ってた、こうやっぱりいろんな魅力があるわけよ世の中。うんその人だけじゃなくって趣味もそうやし、うんまあ、仕事もそれこそそうやし、やっぱりこう優先順位ってどうしてもさ、こうつけたくなくてもなんかこう形として時間としてこう24時間こう丸い時計をさ絵で描いた時にこう割り当てたらさ、やっぱ何の時間が多いっていうのが出てくるやんか。うんでそうなった時にやっぱ交際6年の時ってやっぱもうブー太郎とユーチャロが常に一緒にいるっていうのがもう大半をこうんうんうんう占めてたからさ、まあそりゃそうだよねって。でもさ、それが嫌って人もいるもんな。24時間一緒なんてありえないみたいな。そうやな。ってなるとやっぱあのブー太郎の秘訣っていうのはやっぱここの関係性があった上での理まだ由なんやな。若いからうんかもしれんな。まあ、若さとかよりは多分性格じゃない。若い子でも一緒にいたくない子はいたくないやろうし。なんかやっぱりまあこれはベース、その自分が今から話そうとしてるベースは自分の親やけど、やっぱあれよな、まあ、お父ちゃんはその離れすぎてるからさあれやとして、母親目線で話すであればやっぱ20代30代はやっぱなんやかんや一緒にいて楽しそうやと思う。40代ぐらいからだんだんと嫌になってきたというかっていうのを見てたから、まあねだからまあ年数なんかなと思うけど、まあ年今数まだはあるやろね。若さとかは置いといて、関係性の年数が上がれば上がるほど、やっぱりゲームオーバーは近づくんだな。今、ブートラフーラヌシエンってやってんねんけど、こうダンジョンをね、こうだんだん登ってって、じゃあモンスターも強くなれば難易度が上がってくるわけ。もう人生っていうか、こう関係性も、まあ、恋人オンリーから、これに関しては。なんか不思議よね。友達とかっていうのは、なんか割と、まあ、友達もいろいろあるけど、なんかどっちかっていうと年数が増えれば増えるほどさ、こう、絆は深まっていく。まあでもこれも微妙か。急に友達も解消することもあるしな。難しいよね。まあ、人間関係って何なんやろうねって思って、秘訣ってじゃあ何なんやろって思った時に。相手にだからどこまで求めるかよな、結局は。まあ何も求めないっていうのが一番いいんかもしらんけど、やっぱりどっかで求めてしまうのって必然的にあるよ。何かしらこう頼りにする部分というかさ、求めるというよりは頼りにする部分か、それの重きが違うんじゃない、友達と恋人っていうのは。友達に対しては別にそこまでなんていうの、頼りにしても逆にいやそこまで頼りにされてもみたいなさ、フランクな感じというか。どうしてもな恋愛ってなるとな、恋愛がやっぱでも別れが多くない一番。なんかもそりゃそうだろうな。ねまあだけど自分がその思うのはやっぱちょっとやっぱ家族に近くなったのかなっていうのはやっぱり思ってるかな。なんか、そうだよな。良くも悪くもね。まあ悪いとこはないか、別に。まあだけどやっぱ、ドキドキ感っていうの、キュンキュン感とかやっぱどうしても減っちゃう部分じゃない、こう、ときめきみたいな。だからそれも、いいもんと思ってるから自分は。あ、そのなくなるのがな。そう、なくなることがな。年いくと、そこも年齢に比例してくんねんけど、年齢が上がるとだんだんそのキュンキュンもこう下がっていくっていうのも、要は年齢が上がっていけばいくほどさ、まあそれはそのめちゃめちゃバリバリスポーツやってもバリバリ体力があって、昔とそんなに変わらへんままこう年齢とともに体力もちゃんとこう一緒にいけてる人いいけど、でもやっぱ人間ってやっぱ退化するね、基本的には。どういっただんだんとその体力面とかもそうやし、まあいろんな面でこうやっぱり退化していくのが一般的やんか、どうしても、どっかの境目でね、上がる時もあるけど、やっぱりこうやっぱ20代と40代比べた時にやっぱその初々しさとか体力面とかそういういろんなところで勝るものっていうのはないやんか、やっぱりこう好奇心もあればいろんなものをまだ知らない20代と
いろんなものを知った40代とやったらやっぱ全然違うやんか、感じ方も、うんうんうんそれと同じでやっぱりなんかこううん。年齢とともに地球が丸かったみたいな。だんだんとこうそこになんていうのかな、重きを置く余裕がなくなってくるというか、キュンキュンしてるのももう知ってるからうん知ってしまったから、あ、こういう時にキュンキュンすんねんなっていうのも分かってるからこそ、なんかもうそれもなくなってくるみたいな。私知ってしまったらもうそれでやっぱり1回目のあれはなくならへん、キュンキュンというか、うんうんうんなんかそれが普通うん。なのかなまあもうね、恋人とかそういうだけじゃなく人生観もそうよね。だって別に他の人にキュンキュンすることないよ。他の人にっていうか、なんかそういうときめくというかさ、テレビとか見とってもいいけど、なんでもいいけど、別に全く自分そういうところにでもさ、重きを置かんくなっちゃった。それこそ愛の里とか見てたらキュンキュンせえへん。せえへん。でも見方違うな。ウルトラすごい恋愛番組とか見てると結構するで。もうそう。いやーみたいな。あ、よく言ってるね。そうよとかで。そう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 。全然せえへん。あ、そういう恋愛の形もあるんやなーっていう感じ。あうん。あ、まあ基本的に冷めてるんやろね、ゆうちゃろうは。冷めてるんだってキュンか。キュンじゃあ逆にしたことある？なんかで昔じゃ。昔のエピソードでもあるじゃん。キないやろュンキュンあしたこと。んたにはキュンキュンが似合わへんっていう、もうなんかオーラが出てるの。ゆうちゃろうにはキュンキュンは存在しないみたいな。だからまあ、強いて言うならゲーム配信やってた時代のブータローぐらいじゃない、キュンキュンしてたの。あ、ブータローに対してってことね。なんやろうな、なんかこう変な体勢を取った時とかはキュンキュンする。はっていうと多分あんまりこうよろしくない話になるからやめとこ何でもそういう感じどういうことどういうことう。だからはいあんたに伝わってもこっちにみんなに伝わらへんねんけど、あんたにだけ伝わるような言い方をすると、例えばおにぎりみたいなさ、あったよ昔写真、おにぎりの写真、うん。ブル太郎の、うんああいう時にキュンキュンした。やっぱ変なんですよ、この人って。やっぱ普通だよね。普通じゃないのか。ちょっと特殊ああいう格好ってせえへんやん。うんわかる？普通さ、普通に着ててさ、仕事しとったりとかさ、遊んでてもさ、ああいう格好ってせえへんやん。うん、せえへんな。だからそういう格好をした時にキュンキュンしてた。へへへうんなんか気持ち的なものは何？それってただの見た目やんか。うん、こういうこと言われてキュンキュンしたとかさ。あ、そんなのない。こういう人です。うんはい。だから、こういう人嫌なのよ、自分って。だって、普通に考えたら。たまに冷静になんでゆうちゃんのこと好きなのなってこう思う時があって。結構やっぱ人として最低やし。ちゃんと。最低か。なんか、最低じゃないよ、別ってるに。というか。なんでこんな人間味ないんやろうな、なんか。人間味はあるやろ。超人間味あるやん。あーまあある意味はな、うんなんていうのこうなんていうの人としてのなんか情じゃないけどああ、まあそう、欠落してる部分は確かに多いと思う。欠落してるからうん、だいぶ。なんか絶対そのもし知り合ってなくて、まあ、それこそさ愛の里じゃないけど恋愛番組で出てきてたらうわもう絶対嫌やわこんな人って思うと思うわけだけどなんか知らんけどな、頭のいい子が寄ってくんねん。え今までの経験上。そうなのでも歌の頭よくないよ、あんた頭賢いやんか、地頭が。いや賢くないやろ賢い賢い。賢かったらさこうあんたいやその勉強できる賢いあんたなんかと付き合ってないじゃあそういう、じゃあ恋愛はそうじゃないから。うん恋愛はもう薬物と一緒やから。うんバカになんねんって。もうその、なんていうの、普段のどんだけ賢い子でもバカになんねんって。もうそんだけ脳みそのあれが出てくるよ。なんかが。その薬物と同じで、こう、うわーってなるから、うんだからそこに別に頭の良さっていうのは関係ないんよ。うんうんやけど、でもなんか知らんけど、なんかそういう人らから見ると自分ってすごく宇宙人みたいに見えるみたいで、よく聞いた話な。うんなんかよく寄ってきやすい。うんうんまあまあまあそうすごいひどいことは言ったけど、まあ、だけどいいとこももちろんなんでこんなフォローみたいな形で言わなあかんのかわからないけどもちろんいいとこもあるしそのねちょっと冷たいとかちょっと語弊はあったけど、だけどなんか不思議やなって。でもさ
それをいろいろ考えたわけだってさ、別にこれって代わりは聞くっちゃ聞くのよ。だって人間なんてさ、思い込みで生きてない。なんかもうこの人じゃなきゃダメなんだとかさ、もう別にさ、多分本能で見たらよ、人間の。うん。いくらでもさ、冷たいこと言ったら代わりなんていっぱいいるやん。いや、そうなんや。そういう考え方なんや。なんていうの、本生物上のこと言ってる。あんたに対して、この関係性に対して言ってるんじゃなくて、うん。こう、生物として見たときに。だってその証拠がやっぱりもう失恋はして、新しい人を見つけて、やっぱ恋をするっていう仕組みやんか。でもそこにはやっぱりさ、うん感情論はないよな。ブー太郎の今言ってるそこには。でもその感情論もあんねんけど、あってもさ、うんさっきもに繋がってくるけど、その感情がさ、ピークをこう行ってからさ、うん。結構やっぱ下がるのが一般的。うん。上がる稀なケースもあるかもしれないけど、やっぱどうしてもキュンキュンがなくなってきたと思ったらそれが好きじゃないって勘違いしてこう落ちていく人が多いくない？うん。そうだな。そうでもう結局でもこれ今奇跡やと思ってんの本当にこの関係性ってそうなの？なんでかって言ったら片方がこの気持ちが強くても相手がギブしてくれないとテイクどっち英語使うと日本語でいいよ。どっちどブーっちでもいい太郎がいっぱい愛をギブしても、うん。あんたがテイクしてくれんかったら、うん。これってただのほんまに思いだけやし、うん。もう終わってしまう、うん。最終的に。だって、そうじゃないブー太郎がどんだけもう、あなたのために生きてます。あなたが好きです。だけど、はい、おこの疲れ様でーす。この気持ちを沈めて、次の恋を進めていかなきゃいけないっていう残酷な世界なわけよ。うん世の中はそれを繰り返してるわけ。うん。で、あんまりこう感情で好きになったことない人は別にさ、もういいよ。それはそれで。いつか出会うまでさ、人生をさまよえばいいだけのことやからさ。うん。だけど、もうこんなに愛してしまった。だけど、テイクしてくれなかったら、じゃあその人の気持ちはどうしたらいいの？何の話しても。知らん。急に語り出した思ったら。何の話してるか分からなくなった？全然わからなくなった。いやだけど、うん。だからそうなった時に、人間ってどうしても次に進まなきゃいけないじゃん。何人もいっぱい人がいるんだから絶対出会いがあるよって。でもさ、本当にその出会いって無制限ってなんていうの本当にこう無限大やからさ、本当に何があるか分からへんやん、人生って。で、やっぱそう思った時に、じゃあなんでプートロとユーチャロはこんな10年も、こう、今気持ちは変わってないよね。プートロは変わってないし、今でも大好きやし、変わってないというか変わったよな、自分は正直。じゃあ後でその変わった話を聞くわ。でもベータローは根本は変わってないの。細かいところでいろいろ変わったことがあるかもしれないけど、この根っこにある部分っていうの、その根っこにある部分っていうのは、もうずっとこの人を最後までベータローは愛し続ける。でもう決めてんのよ。自分の中で言い聞かせた覚悟があって、なんかそこがやっぱり、なんかこう秘訣につながってるやっぱ大部分の根っこかなと思ってるわけよ。そう思い込ませることがまあなんかでもその話に多分つなげると言い方悪くすると言い聞かせてんねん多分こうコントロールしてるだって多分これを実は手放したら別に、まあ、恋愛じゃないにしろなんかのこう多分プラスにも全然持っていけるやん人生って別に雄一郎じゃなくても本当やったらだけどムー太郎はその人生を選びたくないわかるそっちの選択があろうとも、もうどんな苦労をしても、もうこの人生、今この魂でこの体で生きてきた、もう生きてきていろんな過去も背負ってきて、もう歌はもうゆうちゃろうがいいと。もうゆうちゃろうに人生を捧げるんだっていう、やっぱ大きな覚悟があるのよね。でもそれをさっきの言葉で言うとこう言い聞かせてるっていう実感もない。無理にもうほんまは別れた方がいいんじゃないかみたいなこともよぎらない。まあよぎらないは嘘ついた。喧嘩した時はよぎる。一時的な感情の迷いではあるけど、でもやっぱそこが大きいのかなと思ってて、でそれを、ね、じゃあなんでそうなれたのかゆうちゃろうに対して。でこう
掘り下げてった時にやっぱり過去の背景が大きい、失ったものも大きいし、やってしまった代償も大きくって、それをそんな自分をたくさんの愛で包んでくれたのは紛れもなくゆうちゃろうやって、あの時。でゆうちゃろうにしか無理やったからさ、だからそんな人に対してそれ冷めることはありえないよねっていう。だからこれがもし仮に学校とかね、たまに言うやん、こう学生の時出会ってたらどうやったんやろなみたいな。学生の時っていろいろあるけど、そんなに人生を背負うぐらいの罪を犯したりってよっぽどのことがない限りせえへんやん。まあちょっとこう軽いノリじゃないけど付き合うっていう例が多いと思うねんけど、それで出会ってたら多分なんかあっさり別れてしまってたんかなって。やっぱりそんなにそこの出会いに対してのさ、こう思い入れが薄いじゃん。だからしてしまったことはもう最低で、絶対もうみんなにはしてほしくないし、人を傷つけたからほんまに反面教師ではあるけど、でもそれがあったからこそなんか愛を知れたっていうのもあるわけよ。綺麗に言ったらね。そこが豚は今10年で思ってる今秘訣。だって複雑やな。まとめ方あんた複雑やな。単純やな。単純どうも単純やから。まあそんな感じ。豚はちょっと重いけど、ゆうちろはなんかさっき何言おうとしたっけ、なんか最後なんか話そうとしたよな。いや別にいいよないけど、複雑やな。いやあったよゆうちろ。なんかこの後聞くって言ったこと。でももう忘れちゃったそれ。じゃあいいんじゃない？いや絶対聞きたいっていう話やってんけど、何かが思い出思い出せない。されていいんじゃない？そうなんや。複雑やな。自分は別にそんななんか複雑なことを考えない。単純やから。好きなものは好きだけ。それが根本やから。だからある意味気持ちに正直というかさ。だからいくらでもブー太郎と離れようと思ったことももちろんあるけど、じゃあ実際その離れたのはたかだか一日やけどさ、離れてもうやっぱりなんか頭のどっかでは戻るんやろうなみたいなっていうのを分かりつつ、でもやっぱうわーって喧嘩とかすると頭熱々状態やからさ、冷めてないから。じゃあブー太郎はさ結構掘り下げれたと思う。こうなった理由。じゃあゆうちろは何で持ってるんやろっていう、なんか目に見える感情のやっぱり、目に見える感情、目に見えなんか説明できない感情って感じ。説明できない感情ってだって恋愛なんてそんなん説明できへんやろ。それはもちろんそうやねんけど、でもなんかエピソードはちょっとあれや、こういうのでこの人と一緒にいようって思えたきっかけ。一目惚れそれ以外の何者でもない、それ以上でもそれ以下でもない。今まででも一目惚れってしたことある？だからあるよ、それはもちろん、一目惚れはあるけどでもそのレベルが違うやんやっぱり。どんなちょっと待って、あんたのどう見えてんのブー太郎。見て。どう見えてんのこのブー太郎の顔が。どう見えてんのって。なんかそれは変わらへん。なんなんその一目惚れってもうただの見た目、それともブー太郎の心が見えた、どっち？だから最初一目惚れよ。ボンって。でもそれは変わらへんやんか、結局一目惚れは。で、その後に。今でも劣化してるやん、明らかに。そう、なんかあんまり劣化してるようには見えへん、正直。そう。でも別に劣化しようとしてないと、やっぱ近くにおるからな、分からへんやろな、そういうところっていうの。っていう感じかな。見た目だけで持ってるってこと？いや、その後に、なんていうの、そこを聞きたいねんけど。あるやんか。喧嘩したりとか価値観の違いとかさ、いろいろあって、でも結局は、ちょっと待って、時間一目惚れ。結局そこに結びつく。そうやろ。好きっていう気持ちがやっぱり勝つんやから。嫌やこんなこと言う人が彼氏。ありがとうございます。ありがとうございます。もういつも。言いたかったやろ。よっこいしょういちさん、もう本当に毎度。すいません。好きなものは好き。これに限る。まあでもゆうちゃろと同じ意見かも。やっぱ気持ちに抗うことって無理よ。なんか別にそこに、なんていうの、正直でいたいっていうのは常日頃から、なんていうの、
思ってること。でもさ、あんたの話にはやっぱ矛盾点が生じてくるわけ。だって、これさ、ブータロって今なんか言ってたと思ってんけど、なんかゆうちゃろの一家ってバラバラなのね、家族が。そう。うんで、ゆうちゃろとマミって文系なのよ。うんなんか考え方がとかってよく言ってるな、妹が。うんで妹とお父ちゃんはなんか理数系みたいな。こうなんか細かくこうんう、なんか結びつくって。ブータロも意外とやっぱ理数系なのかな、こんなことを考えるってことは。うんでも理数系の実覚はない。ないと思うよ、そらみんな。でもあるやん、向こうの二人は。多分そういう感じなんやろ多分な。感情の動くタイプと。混合種やと思う。どっちでもいけるタイプ。まあ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 まだけどそう、矛盾がある。だってさ、その見た目だけで結びついてるんやったら、そんだけその一目ぼれ、何を見た何の一目ぼれマジで。なんかさ、もうなんか一緒やな。豚をなんかやっぱこうやって困らせて気にならせるのがあんたは多分うまいんやろな。あ。なんか交際6年の時は6年の時で、は謎の発言、なんか絶対冷める感覚がある。あれも結局答えてるままやんか。で、今日は今日とって、なんか見た目だけでさ、軽く今、なんとなく片付けられてるけど、多分そんな軽いものじゃない何かがあるんよ。だってじゃなきゃ、どんな身分の見た目してるんって感じ。だって別れようと思ったことがあったわけやんか、豚と別れを考えた。まあそれは、じゃあ好きが増えてったこれでわかる？もじゃあ最初見た目だけの好きやけど、でも結局原点に戻ってくるのはそこやねんな。う、見た目が好き。そう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 なんかさこれだけ聞いてる人、マジでこいつ、朝と思われてると思うんだけど。原点はそこやねん。ー原点はそこでいろんな好きがだからこの10年間で増えてったわけよ。いろんなその価値観の変化があったやんか、いろんな価値1観。年目はどこが気づいた豚が好きだったか。いや、1年目はとかって言われはないけど、この10年間を通して気づいたときに、いや、10個はないけど、いや、10個ないのマジで分からんけど、い失礼なやつやな。嘘でもあるって言うよ。や、その10個にこう区別するのが難しいというかさ、だから、こう大まかにまとめると、それは見た目もそうやろ。見た目が。ちょっと待って、はい、いいや。ごめん、聞くわ。最後は何？見た目ある。はい、見た目ある。後で聞いたら忘れるから、忘れた。聞いとくわ。いい。忘れてもいい。いいの？しょうもないから。話割るほどのことじゃないと思って。まず見た目やろ。はい。で、その後に、性格やろ。なんかさ、はい、例えば性格ってどういう性格なわけ？ちょっとなんか大雑把で伝わりにくいね。なんなん性格って。だから、なんていうのめっちゃうざいな。細かくこういう、冷めてきた？大丈夫？いや交際6年のあれに結びついてこうへん。なんか冷めるとかじゃないけど、なんていうの、こう、自分と違う、なんていうの、愛情表現の仕方というかさ、それを理解しがたかったんやけど、それをこう理解したら、ああ、そういう愛情表現もあるんやな、みたいな。なんか、ブータローはブータローなりの愛情を持って接してくれてるんやなっていうのが分かったから、なんかよりそこに安心感というかさ、こう気持ち的にこう安らぎが出てくるやんか、気持ち的に、安心というかこうなんていうんだろうな、頼りになるとかもそうやし、なんやろうな、なんかそんな感じなんだよね、多分。そうそこやと思うけど。でほんまになんていうの、家族みたいでもあるし、ねまあそういうことやな。そう突っ込んでくるよね。だから多分こういうの嫌な人は嫌だよな。なんかもうそんな、別にでも豚は普段聞かへんでこんな。この機会やから聞いてる。結局、いや自分のその考え的にはね、ブー太郎は分からへんけど、このゆうちゃろ自身の考えって恋愛は、一応自分は今までもずっと恋愛してるつもりではいるんよ。それはそこは変わらへんねんけど、でもやっぱりなんかこうトラブってなんかがあったとかってなったとしても、なんか離れるっていう選択肢は頭にない理由としては、やっぱりやっぱ最初の好きが根っこにズドンってあるから。見た目一目惚れ。なんかもうずっと一緒におるんやなっていう、なんかそこで分かったし、ビビってくるやつはよくこれ運命の人やみたいな。だから今までの一目惚れとやっぱ全然段違うよな。全然違う、価値が全然違うけど、そうでもじゃあその雷が降ってきたことがじゃあ今後またあるとするやんか、あったとしても、その人にはいかんよな。なんで？それ聞きたい。そこはやっぱり年数がやっぱり大きい。
で自分がこうその10年間という年数でうんこういろんなことをこう一緒にやってきて、でいいとこまで悪いとこまでっていうこの一緒に過ごしてきたこの時間っていうのはもかけがえのなういものそう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 、それって別になんていうのなしにすることってできひんやんか、うんできない。そこはやっぱ自分は大事やわ一番、ああ時間は大事だと思その過ごしてきた時う、間が、重きは置くよな、重きを置くというかそれって否定することもできひんやん、否定できひんやん、なんかその気持ちとかって否定する嘘つくいてとしてもさ、この10年間って嘘つかれへんやんか、どんだけ嘘ついても結局記憶に残ってるし、それを捨ててまでっていう考えにもならんな。まあでも捨てなくても生かしたままでも次に進むこともできるじゃん。なんでこの時の思い出は大切に縛っておこう。だけど今はもう違うよねみたいな。そんなんなんのっていう人は結構多いと思うよね。そうせざるを得ない人も多いと思う。その選択を新しくする人が多いのがやっぱ熟年夫婦が増えてる理由でもあるやん。あの時は良かった。でも今が幸せじゃなかったら意味がないよね。あの時はありがとう。だけど今は今日はさようならみたいなさ。そうなんや。分からへんな、その気持ちは。歌のそれはしたくないよ。でも現実そういう人も多いんやろうなってやっぱり思うよね。だって何十年寄り添ってきたけどやっぱ別れを選ぶ人が。だからさ、何十年じゃなくてもこの間その赤西仁君とさ黒木メイサちゃんの件もやっぱショックやったし、やっぱなんか見えへんなと思って、こうあゆの歌であるんよ有名な歌詞が。歌うな。めっちゃうざいね、こんな彼氏嫌やわ自分が。だけど歌うな。あ、歌うの歌うの恋人たちはとても幸せそうに手をつないで歩いているからね。まるで全てがそうまるで何もかもうまくいってるか終わった、教えて。終わりました。見えるあ、終けわった。どまたでした。もう歌詞わからなくなったやん。それでなら二人にしかわからないもうわからなくなったからそれで終わるけど、そうこういう人たちはな一見こう手をつないで、まあブータロたちも一見こう仲良くさ配信してるけど実はその中身は二人にしかわからないっていう人があるわけよ。なんでブータロこの歌歌ったっけ。なんかの説明でこうつなげるために歌ったのにその元が忘れました。忘れました。いやだけどでもそうやんなと思う。ああ黒木メイサちゃんとかを見て思ったんか。なんかさってそうまあでもすっごい大事よね、この思い出の10年間っていうのは。やっぱりなんか急にちょっと違う方向に持っていくけどさ、やっぱりその学生生活とかってやっぱふと思い出す時な、恋愛とかじゃなくてないんや。全然なんか流れ持っていかれへんわ。あんたもうブータローとこうバラエティ番組やっていかれへんな、地上波では。そうですよね。もう普通のなんかこうさ芸能人がこう合わせてありますありますってさ持っていくとこをさ、あんたやっぱ否定してくるもんな。それがおもろいからそれずっと続けて。なんでそんな思い出すことある？学生生活思い出すの？とかってやっぱかけがえのない時間やったんやなって今になって思うっていうか、まあ楽しいんだよあの頃はあのことで。だけどやっぱあの時に出会った友達とかってさ、やっぱり紛れもなく素晴らしい関係性を築けてたんやなって思うわけ。今は亡き友達やけどなんか寂しくなってきたけど。あんたはだからちゃんとそういう関係を築けてたんやね。自分は外野は悪やからさ。それをあんたに解いてもらった側やから。だからそれまでの過程っていうのをさ、悪としてみんな認定してるからさ。でもさ、それはあんたはさ、なんていうの、こうさ、狼少年じゃないけど、うまく作ろうってきたわけやん。そういうのを大々的にさ、こう、なんかなんていうの、アピールするタイプっているやん、こう。もう、寄せつけないんで、みたいな。タイプじゃないやん。あんたってさ、こう、なんか笑顔でこうさ、でさ、じゃあ寄せつけないとかじゃないねん、自分が言いたいのは。その根っこに持ってる部分がそこだから、
だから結局その対人に対してのこう出てくるよね、扱い方というかさ、って言ってる時点で出てるやん、扱い方言ってる時点で。でもさ人に対してのこうなんていうの、こう根っこで思ってる自分が、その出さへんようにはするけれども、やっぱりこう相手には伝わるというかさ、なんかこう蔑んでるような感じの態度にはなってるし、相手もそれに気づくしみたいな。でそこをやっぱりブタロウと一緒に過ごす中で変わってったから、なんか人付き合いってこういうことなんやっていうのを知らされたというか、改めてやっぱりでもね、根っこは変わらんけどな、今正味変わらんけど、やっぱでもそこに好きがあるからなんやろうなと思った。それがなかったら無理やろうなって。まあでもそんなことゆうちゃろうを射止めた理由は一目惚れでした。一目惚れでした。はい。まあそれは言葉にできないよね、一目惚れはね。まあなんか何を言いたくて何をまとめていきたいのかわからなくなってきたけど、まあそういろんなね、まあ今言うてこんな熱く語って偉そうに言ってますが、まあまだ10年なんですよ。長いけど。確かに。でも人生こう、もし100年生きるとしたらまだ10分の1しか一緒にいないので、まあそれこそ学生時代のさ、自分たちは知らない。でもさ、もしいるじゃん、学生の頃からもう付き合って結婚しましたみたいなさ、ああいう人ってやっぱりなんかすごい輝いて見えるじゃん。そうへえ。見えないんよ。なんていうの。でもさ、今こう10年での思い出ってすごいいいものっていうことは理解したわけよ。でもそれをさ、もっと若い間に積み上げてきてると思ったらさ、なんか単純にすごくない？憧れとかではなくて、だってこの気持ちをもう先に知ってるんだ。全然響いてないな。もうなんかこんなんやね、自分たちの会話ってマジで。わかる、マジでおかしいな。なんかさ、もう別にさ、思ってなくてもさ、とかって言っといたらいいのにさ、なんかこう、やっぱ認めたくないとこは認めたくない。それがやっぱゆうちゃんのいいとこやねんけど、なんかこう、リズム狂ってくんねんな、ブルーが。って。だけどこういうとこを多分交際6年の時にも言ってるかも、こういうとこが好きみたいな。飽きない、そう、飽きないっていうの言ったわ。そう、なんかもうほんまさ、それを言ってたわ、一発目。ありがとう、思い出した。なんでそう帰ってくるみたいなのがマジで多いから、まあそれはやっぱ未だに変わってないっていうことを証明できたかなっていう感じですかね。はい。なんか、なんでもいいかなと思う。まあな、結局、だから別に自分目線で言うと、なんかそこに対して憧れもなけりゃ、なんていうの、すごいって思うことも何もないというか、人は人みたいな。なんか人に関心がないんやろな。関心がないというか、自分はそうしたいって思わへん。なんかもう自分中心やから、自分が今これで幸せになって、それが出会った時が別に、じゃあ学生じゃなかったとて、今20何歩で出会って、っていうこの今の自分のこの、なんていうの、生活が、こう、幸せやから、別にそこに周りがどうとかっていうのは全く何にもない。でもそれは一緒やで。自分は自分やし、相手は相手やけど、だけど自分にないものをこう、見たときに、単純にそう、羨ましい、こうが良かったとかじゃなくって、こういう素敵なこう関係性もあるんだっていう感覚ない。でも、あんたにはそれを欠けてるよ。まあ確かに。それがないよ。ない。こういう人間です。まあ正直でいいんじゃない？って感じ。私はマジ素直に思うわけよ。別にあれが後悔とかじゃないからさ、こうしたい、それがいいとかじゃなくって、それにはそれの幸せそうなあれがほっこりするじゃないけど、だから多分恋愛番組見ててもキュンキュンできひんねやろな。でもベストって思っちゃうねん、自分たちは結局。今の自分が。最後にのろけですか？いや、のろけじゃないけど。でも自分も思う。だからベストって思っちゃうから、例えばだからそのいろんなカップルを見てても、なんかこう、真似しようとかもないし、なんか、これを取り入れよう、あれを取り入れようっていうのがない。そこになんか取り入れる要素を求めないというかさ、だから進化せえへんねんよな、自分たちって結構。なんか自分たち進化してない進化してないような気がする。進化遅いような気がする。なんかすごく、そうなんですよ。なんかもう、ブー太郎、これをしたらブー太郎が喜ぶかな、みたいなさ、とか、
なんかこれしたらどうやったら悲しむんかなみたいな、なんか一部太郎みたいな感覚でしか見てないから、だから周りがこれやってるから、例えばさ、なんか流行ってん、その何やったあれ、急に踊り出すみたいな、急に踊り出す。土地狂ったようにみんな急に踊り出すみたいな、プロポーズの時に急に踊り出すみたいな。違う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 。キビキビ違う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 。なんだあれ。キビキビフラッシュダンス？フラッシュモブ。あ、フラッシュモブや。フラッシュダンスって違うよな。はい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 。あれねあれねあれね。フラッシュダンスって昔のやつよな。はい。フラッシュモブか。あんなんとかも流行ってさ、みんな結構それをモノマネしてみんなわーってやるやんか。全然な興味示さ。でもな、あんたって、でもあんたの自分で分かってないとこ教えてあげるけど、意外とそういうことさせたらな、ついついな、謎のな、天からのな、教えなんか知らんけどな、涙出てきちゃうタイプやね、あんたって。あ、そこの間の結婚式もそうやって、あんた絶対泣くつもりなんかで言ってないよ。う。言ってない、言ってない。なんなら写真さんあんまり撮られんそうっていう感覚で言ってるけど、やっぱり根っこがあったかんやろな。なんかな。なんかやっぱり、なんかいろんなものが、こう邪悪な、なんかもう鳥肌をかくものが、こうなんか邪悪やろ。こうひねくれたものがいっぱいおるけど、やっぱ根っこのが純粋でピュアで、ほんまは多分昔の子供時代の話とか、お母ちゃんとかお父ちゃんとか聞くとやっぱピュアやったんよ、多分。でも何か多分いろんな冷静な、なんかこう見てきたやろうな、こう冷めるタイミングを。で、気づいたらそれをこう、ガラスのハートがキュッてもうなんかもう一気に檻がグワーって守られちゃって、守ってる状態だから今すっごい口ではもうそんなんありえないです絶対感動しないですって言ってるけど多分泣いちゃうタイプなんだろういや、感動しないとか言うんじゃなくて、感動はするやろうけど、別にそれをしようとは思わへんっていうか。もうずっとも思わへんけどまあ楽しいのは楽しいんやろうなと思うけどな。でも豚も別にどっちかっていうとちょっと恥ずかしいが勝っちゃう派。まあでもされたらされたら楽しいやろうなと思うけど。そうやな。まあ難しいね人間。もう分からんよ。もう今日はちょっと語りすぎてみんなのコメントほぼ拾ってなくて。かわいそう。かわいそう。かわいそうってさ、なんで一言なのみんなかわいそう。マジで。いやだけどほんまに、そうでもそれは。フラッシュダンスって何やったっけ？私の映画よ僕な。な。知ってる？え？フラッシュダンス。フラッシュダンスって映画？これ、映画のやつや。間違えた。大丈夫ですよ、人間食べて。おはくな。すんごい魚の味がする。はい、ということで、まあちょっといろいろ語ってきたけど、もうこんな暑く、10時半待って、怖っ。ほんとすいません、もう皆さんね、もうなんかずっとコメントを打ってんのに、こいつは読まへんな思いながら多分ずっと見てたと思うんですけど、まあちょっとびっくり、まだ10時ぐらいだと思ってて、こんな語ってたんですか？マジ風来の試練並みの語りようで、意味わかんないですけど、どんだけ風来の試練に結びつけんねんって感じですけど。送っていただいたやつね、これ。これ違う。これ違う。これ違う。送ってもらったやつも食べたんちゃう？まあそんな感じで。では、じゃあ、まあ、最後に、後でちょっと質問コーナー設けよるんですけど、最後に設けよる全然コメント最後何でしょうか？拾ってないのはさすがに、申し訳ないしさ、みんなの意見も聞きたいから、まあ、見てますからね、ちゃんとチラチラ。ちゃんと、こいつはコメント見てないやろ。まあ、ゆうちゃんは見てないかもしれないけど、ゆうちゃんはちゃんと見てます。で、何でしたっけ？そう最後に、じゃあ、20年後、どうやってたい？どうやってたい？どうなってそう？どうなってそう？でもあんまりそういうの考えへんタイプやねんな。現実的やな。その日その日をって感じ。なんかどうやってたいとかっていうのはない。ない。それは一緒。奇遇やな。こういうなんかね、一緒におるやろなとは思うけど、どうやってたいとか、なんかそこにめがけていくってなると、なんかまた話変わってくるなっていう感覚やね。だけど、やっぱりこの最初に言った根元の部分は多分変わらないと思うので、まあ楽しみですよね。また20年後どんな話ができるのか、どんなことが起きるのか。まあ10年じゃあどうでした
まあひっくるめてどんな10年でしたか？なんかほんまに山あり谷ありって感じでうん大変やったけどよかったし、だから何やろうな、あありがとうございます。また犬また。その感想もやっぱり正一さんいただきました。めっちゃ魚やったありがとうございます。味気のない魚やった。はい、いってらっしゃいましたね。なんかそうだよな、あんまりなんやろまあないとしたら、じゃあこういうことされたら冷める可能性あるなっていうことある？な、ブータに対してはないんじゃない？ウルトラも多分ないと思う。ということで、以上、10年について語ってみたコーナーでした。まあもっとずっと語ってれるんですけど、永遠にいろんな質問も思いつくし、だけどもちょっとキリないので、もう皆さん放置しっぱなしですから、まあせっかくのライブ配信ですので、まあ、またもしかしたら動画でもね、いろいろ語れたらなと思うんですけど、まあちょっとだけ、皆さんなかったりして質問。20年後親をおらんでやってとるにおっでおるもおる。さ、20年後じゃないよ、10年後ね。残りの10年ってことね。おるよ。うん明日もね、楽しんでくるんだから。ということで、そう、なんか質問あれば、質問拾っていこうかなと思います。なかったら、逆質問していい？なんかうんこういうさ、栗あるやん。今栗食べてんねんけど、こういう栗食べる時もさやねんけど、自分ってこうかけてるやつあるやん、たまにちっちゃいかけてるやつ、ああいうのから自分制覇していっちゃうのよ。で最後に大きいやつを残しとくみたいなないそういうの。ポップコーンも一緒やねん、それ言うと。前言ってたポップコーン。はい。美味しいところを残して、そういうなんかあんまりこう味がついてないようなところから全部こう取ってって最後にこうなんかこうガバって分からへんかな、みんなそんな人おらへんのかな。いや、いると思うで、いっぱい。ふたろがやらへんけど。本当にやらへんよな、すごいなんかそういうところに新鮮。ゆうちゃろさんの発言、すべてのロケに聞こえたのは私だけかしらっていう人がどう思う？いやマジで、同じ食べ方やねんてみんな。やっぱそうなんや。あ、よかった。すごいすごい。こういう会話をするのってあんまりなくて、基本自分が、この外で。だから、なんていうの、情報共有ができないというかさ、ほんまにこの配信の時でしか聞かれへんような内容になるから、そういうの知れるとなんかすごい新鮮さを感じる。あ、そうなんや、みんなそうなんや。そうみたい。まあ、いつかやってみたら、みんなに素朴な質問聞いてみた。体どっから洗うとかね。いや、これ今度やろうよ。それ動画じゃ無理やもんな。みんなに答えてもらわなあかんから、ゆうちゃろからの質問コーナー。みんな2月度それでしょ。2月度、来月のトークテーマ決まりました。ゆうちゃろからの質問コーナーやりたいと思います。お楽しみに。ちょっとごめんなさい、質問が、他にも来てるんですけど、バレンタインは手作りチョコ作るのっていうことで。1回、2回くらいなんか作りやったな。今年は予定は未定です。一応あんねんけどな、作ろうともや。材料はな。ゆうちゃろが生チョコ好きなんでね。で、自分が作るね。豚が作ったら、コロコロみたいな生チョコができるから、もう作らんでいいって言われました。なんていうのな。料理するとき、最近はもう、あれやろ、ちゃんとこう分量測ってやるようになってやった。俺も逆に一周回って測らなくなってきたけどな、また。あ、そうだな。ほんならやめといた方がいいかもな。でもデザートはちゃんと測る。世になった前測ってなかったから。ほど作ってないやんだって。まあ、測ろうとは思ってる気持ちではいる。いや、でもなんか、もうこんだけ余ってもしゃあないしみたいな。なったらやっちゃうかもしれない感じになっちゃうよ。はい。もう一個あったな、どっか。一緒に寝てるですかっていうことなんですけど、寝てないんですよ、私たち。そう。この辺の重要性はすっごいさ、みんなから指摘もらうけど、どう？未だに、ゆうちゃんはどっちかとさ、一緒に寝たい派やったやん。
でブータロはもう別にいい派やったやん。うん今どう？寝たい？一緒に。それも時と場合によるよな。なんかやっぱり寝てみたい寝たい時もあるし、今日は疲れてるからその5点あー時もあるし行きたいみたいなのみたいな。まあでもたまに泊まりとかはあるからね。泊まりってなんなん同じ家で。ちょっとよく分からんけど、なんか久々にこの間なんか旅行前じゃかな。今年初めてじゃない、ごめん、全然関係ない。初めてでもなんでもないんだけど、2年越しにこうほんまにゆっくりとしたこう年末年始を迎えることができて、そうやんな。そう、2本当に年前はもう勉強でなんか全然もうその休まるっていうあれがなく、うん去年は去年で仕事でほんまに2、3日しか休みがなく、で、ほんまに今年の年末年始は心底ゆっくりできて、なんか久々に若い時の前の家に住んでた時の休みの感覚になれたなって思った瞬間があって、うんなんか俺がリビングで今このところでこうソファーで2人寝転びながらなんかこう映画でも見よっかみたいな感じでネットフリックス見ながらダラダラしてうん夜中うんなんかあの時になんか久しぶりに感じるなこの光景みたいな、なんかこうすごい心からこうゆっくりできたというかさ。そうね。この前の家の時はもうね、犬小屋に住んでましたから、私たちは。犬小屋に住んでてもなんかゆっくりはできたやん、うん意外と、うんこうなんていうの障害物がないというか凹凸の、ないな。だからこそ地べたでこうゆっくりダラーンってできてなんか、でも今って結構凹凸があってソファーがあって机があってみたいなさ、で地べたでこうゴロンってなれるようなところもさ、絨毯はあれど絨毯の割合をひしめてるのってこれやん、ソファーとか机やんか。だからあれぐらいの大きさがやっぱちょうど良かったんや。生きていくのって、ほんまは掃除も楽やし。まあ、うん確かにな、うん大きければ大きいほど大変よな。そう。角度を見つけるのが大変というか、まあ、キッチンとかはこういう広さでいいと思うけど、まあこうなんていうの、娯楽スペースってあんま広くなくていいんかなっていう。置いてるものが大きすぎるのかな、なんか逆に、まあまあまあ。ってことで、時と場合によるっていう回答でございました。荷物を送るなら何が欲しいですかっていうことなんですけど、もう本当にもう、ないよな、欲しいの。リップクリームかな。結構でも送ってくれてたよね。リップクリームいっぱいもらってるで。いやメンソレータム。メンソレータムがいいんや、結局。いやなんかあれって何本あってもちろん困れんというか、すぐなくすもんな。各服のポケットに1個ずつ入れときたいみたいな。確かに。でもブー太郎になんかこれ買ってとかって言うといつもちゃうねん、これ語弊を生むとわかんねんけど、別にメンソレータムとかって多分その安いところで100円とかすんねんけど、100円とかもせえへんとこもあるけど、いつもレジの間近なんよな。で今日の金額はこれって決まってるから、なんか多分それをオーバーすると、なんかあかんじゃないけどさ、なんかそういう意味で弾かれやすいよな。まあ確かにだから意外とないよな。メンソレータムみんなだってこの時期みんな塗ってるんじゃないの？塗ってないの？塗ってると思うよ。どうやってみんな唇あれしてんやろうと思って。でもなんかケアしてる人も多いよね、最近は。こう角質取ったりとかさ。綺麗にされてる人そういうのもせえへんもんな、多いよ。まあなので、もう本当にもうなんかもう気持ちが嬉しいんですよ、マジで。もう本当にだからもうこう遊びに来てくれてさ、今日もスパチャ投げてくれはったけど、もちろん嬉しいけど、もう本当にこう関わってさ、見守ってくれて、こう元気を、なんていうの、お互いが与え合えてる存在でいる人が一番理想っていうかさ、そう、だから本当にもうね、何でも嬉しいし、もう本当にもう負担にならない程度でお願いしますっていつも思ってるけど、みんな優しい人多いからな。まあ強いて、まあ何が欲しいっていうのを、まあすぐさ、まあこういうの置いといてさ、本当の意味で欲しいものって何なんやろな。何やったら嬉しいんやろな。わからんな。リップクリーム。そうか、あんたリップクリーム。マジでブルタロない。ないって言ったらちょっと語弊あるけど、なんていうの、なんか、大きい欲しいものが。
めっちゃ怖い、今めっちゃ怖かったけど、さっきまでさ、そんないらないんですよ、後ろに。あと欲しいもあるやん。欲しいものは大きいですとか言って。ある冷蔵庫、うん。洗濯機はいらんやん。掃除機、掃除機。あと、音楽セットやろ。あ、音楽セットな、機材な。そう。確かに。とか、もうなんかね、なんか汚いんですよ、欲しいものが。汚いっていうか、可愛くないよ。かわいい。うん確かにあなたはそうやわな。そう実用的なものやな。でも、もう本当に全部が綺麗事抜きで嬉しい。でも、一つ言うのであれば、ストラップとかいただくことあるんですけど、結局あんまつけれないし、つける習慣がないから、結局こう、なんか袋に置いたまま置いちゃうことが多いよな。多いけど、飾りとしていいんじゃない？いや、いいけどさ、なんかそう使ってほしくないのにって思われたら、なんか申し訳ないなっていう。なんかこう、携帯につけてほしいとかさ。そういうこと？それは確かにそうやな。そう。だからそういう系はもうなんか、つけないよな。あんまつけないことかなんかもらっても申し訳ないしなって。だけど、プレゼントギフトも、なんか、そうね。いつまでももらえるものじゃないっていう感覚でいるから、なんかそうです。なんか変なこと言っちゃった。そう、ありがとうと思います。はい。何でしたっけ？あれコメント止まってない？いや、あんたが戻した。これ下押したら。なんか全然さ、進まへんなと思って、みんななんかどうしたの上に上にあれ。れしたから。なんか、またこれ、絶対見えてないやん、自分。ごめん、質問くれてた人。なんかでもリップクリームとか見えるんですね。でもほら、言ってくれた方が送りやすいよって、それもすごいわかるんだよな。で、食べ物系も嬉しいけど、なんかこう、自分はすごい嬉しいけど、ゆうせろが好き嫌い多い。豚は何もらっても嬉しいねんけど、ゆうせろって結構、なんかいらんってなるの多いよな。正直な話。だから、お菓子系は結構、ブー太郎にも紹介してくださいっていう思ってくれてる人やったら全然いいねんけど、だから好きなお菓子とか、なんか、あってガルボーとかさ、なんかポテトチップスとかな。難しいかも、ゆうちゃんに気に入ってもらおうと思ったら、もう何でも受け入れるんですけど、でもなんかもう生々しいな。もう本当にでもプレゼントいらないですよ、もう本当に。なんかもう、申し訳ないのよ、本当に。返せへんやん、こっちが。そうだね。で、返すってなったとしても人数多すぎてさ、確かに。もうキリなくなっちゃうとかもあるし、もうだからもう気持ちで嬉しいから、もうなんか何もらいたいとかないねんな、ほんまに。欲しい、物欲があんまないからさ。優勝があるんやって言う。リップクリームぐらい。リップクリームぐらい。そうやな。リップクリームはずっとやもんな。年がら年中使うって言ったらリップクリームぐらいかな。でもこんなん言ったら失礼かもしらんけど、なんか一番嬉しかったとかある？やめとこうか。もういっぱいあるもんな。気にないもんな。頭から抜けちゃってんのもあるやろし。だからギフト券とかもありがたかったしな。だからその時その時のさ、例えば昔はマスクつけるのが当たり前だった時のマスクとかはさ、やっぱりありがたいとかって思うけど、やっぱなんかこう何も関係なく周りのこう環境にとらわれることなく、なんかずっと年がら年中使ってるものって言ったら自分はリップやなと思って。メンソレーとかね。そうね。だから自分で言うとすごいビーフジャーキーとかも好きやからさ、あとプロテインとかね。ああいうのとかもすっごいなんかもうありがたい。もうでも全部嬉しいんです。だからごめんなさい。やっぱり決めろって言われたけど、無理です。もう気持ちを送ってください。もうだから手紙だけでも本当に。申し訳ないなっていう気持ちになるものもあるもんな。ある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 。こんなんどないせっちゅうねみたいな、こんなん送ってもらったらなんかもう家まで行ってなんかお礼せなあかんのちゃうみたいなな。そういうのはちょっとな、うわどうすんのみたいな、破産せえへんかなみたいな。逆に心配になっちゃう。もう皆さんが余裕のある分でもう絶対やってくださいね。なんかもうどうしても送ってあげたいからちょっと無理してとかだけは本当にやめてほしい。もう皆さんは皆さんをなるべく優先でっていう感じで。で、ごめんなさい。なんか質問がどこまで読んだんだろう。なんかもうわからなくなってきた。これ遡りすぎ？恵方巻きは作るっていう質問にちょっと今ちらってごめんなさい見えたんですけど作らないんです。
ピアスね。ピアスそう、自分開けようかなと思って。なんか抵抗あんねんけど、ピアス開けるの。どうしたらいいと思う？開けていい？なんかさ、怖いんやろ。いや、怖いじゃないねん。何をを気にしてるか分からへんねんけど、体に穴を開けるっていう行為がみたいな。多分。うん。何を気にしてるんやろ？それかな？なんか分からへんけど、なんか神に抗ってだからるのがあるんだあれ時間よ。それも時間を気にしてない。今この33年間開けてきてないものを急に33年後の自分がボジって開けることによって残りの人生空いた人生になるわけやんか。うん。なんかそこにすごい抵抗があるようプライな気がする。ドか。簡単にやったら、うん今まで開けてこんかったのにこんな簡単に開けていいのかみたいな。うんまあ第三って者いうのもある目線から言うといいんし、じゃね。あとなんやろ、恥ずかしさもある。まあそうね。うんでももらってるからね、プレゼントも。そうよね。なんかつけてくれたら嬉しいと思うけど。今から開けるっていうその恥ずかしさもあって、まあいいんじゃない？そこの開けたいと思っ二つた時で、無理に。かうな、ってなったら多分開けへんような気がするから、なんか多分ワンプッシュ欲しいねんな。もう一気にもう寝てる間に勝手に開けられとったぐらいな。じゃあ、開けたい人募集する。ごめんなさい、ちょっと次行っていいですか。はい。ブータロックンお菓子はもう作らないのということで、気が向いたら作ります。でも今のとこめんどくさいが勝って、なんか時間がね、本当に意外とないんですよ。なんかこんなんやったら忙しいアピールとか言われるかもしれないけど、マジで寝たいし。よく最近流行ってんねこれ、マジで忙しいブータロック。で、編集もしなあかんし、ゲームもしたいし、病院も連れてったりとか、いろいろあるけど、やっぱ一番はやっぱ寝るっていう作業が一番忙しいから、とか言ってマジそうじゃない？寝る時間ってさ、めっちゃ取られるやん、人生の。だって半分以上寝なあかんわけやん、人間って。いや、マジで寝るのに忙しいんですよ。それキモいな、これ、なんかもう変な風に取らんといて。半分冗談で半分本気やから。交際10年と結婚半年どちらが重きを置きますか？どういうことやろ？だからあれやろ、交際した上で、この間のフォトウェディングで結婚した、その要はみんなあるやん、付き合ってる期間もあって、そっから結婚して、でも結婚何年目なんですみたいな。でも付き合ってる部分っていうのは多分省いて結婚20年とかっていうわけやん。でも自分たちの場合ってその交際期間の10年が長すぎるせいで、結婚の部分がまだ半年ぐらいしかないからさ、結婚した体で言うと、だからそういうどっちに重きを置くかってことやろ。あんまでも自分ないな。交際10年の方にそういう意味では今言った説明で聞くのであれば重きを置くかもしれない。そうよな。どっちが大事とかどっちが良かったとかは一切ないけど、どっちにも良さがあるので。でもやっぱり10年間一緒に過ごしてきたっていう歴史の方が大事なので、この間の結婚はもちろんいいね、あれやけど、あれはあれって感じやから、やっぱりってブータロは思ってます。どっちの部屋に行くんですか？ゆうちゃんの部屋に行きます。泊まりに行くときね。泊まりに行くときはゆうちゃんの部屋だけです。ブータロのとこはエピエピするときぐらいですよね。それもなくなってきたから。ゆうちゃんの部屋でやることが増えたもんな、最近は。ということで、もうすぐで11時ですかね。ちょっとごめんなさい。全然コメント拾えてないな。でも嬉しいプレゼントをちょっとここから一人ずつちょっと拾っていく形でちょっとごめんなさいね。不平等になっちゃって。プレゼントを送る人はみんな2人が喜んでくれるのが嬉しいんだよ。それをすごい言ってくれてるから、すごいね、伝わってます。本当にそう思ってくれてるんだろうなって。何も送ってないけど気持ちだけで十分よ。そう。消毒しなきゃダメだよって。ピアスね。私もピアス無理って。開けてって。一応アレルギー体質っぽいから開けるなら皮膚科行って開けてくださいねって。そうなんや。アレルギー体質の人わかんねや。なんかいざとなった時に怖いよね。産んじゃったりとかしたりとかね。なんか皮膚科で開けてくれんの？だけどあるけどね。まあ今通ってる皮膚科はもう80ぐらいのおじいちゃんが大丈夫かな？大丈夫なんじゃない？開けてくださいって開けてくれんの？開けてくれんじゃん。石田さん絶対ピアス似合いますって。あれなんかあるんよね。どっちがどっちとかってなんか知らへん。なんかそれは聞いたらわかる？店員さんに。店員さんっていうか、何やった？お医者さんに。お医者さんに聞いたらわかるんじゃない？あれわかるっていうか多分聞かれると思う。どっちがいいですかみたいな。どっちがいいんですかって聞いたらわかる？いや、それは人によりますって言われると。そうなの、なんか意味なかった？だからブータル左しか開けてない。でもこれは、ブータルはかなってないんだけど、に。
うん。なんで左しか開けへんの？なんかそれがかっこいいとかって聞いたから。でプラスなんかこうその時はじゃあ右だけ開けてもいいってこと？いいんじゃない？もう今の時代別に気にせんでいいんじゃない？でもなんかなんかそういう迷信みたいな、迷信じゃないけど、こう言い伝えは右は、うん。それこそなんか同性愛みたいなのがあった気がする。両耳やったっけ？なんかいろんななんかあるのよ。それを知りたいのよ。なんかでも左だけど、ブータローこれ間違ってるかな？これは異性愛者的な感じのあれやから。あ、そういう意味がちゃんとあるんやろ。うんうん、そういうの全部知った上で、なんか、どれにしそう、ようかな。ブータロー守れてないんだけど。うーん。まあ、ネットで調べたら出てくるんじゃない？ブータローも詳しいことは知らん。うーん。ごめんなさい、どこだ？ちょっと一気にまた飛ばします。ピアスは男女どっちもしますが、イヤリングは女性だけですかって。まあ、女性だけのイメージが強いけど、今関係ないんじゃない？もう。でもどっちかっていうとやっぱ女性のイメージですよね。何時間寝てますかって。もう日によるよね。平日なんかあんま寝てないんじゃん。あ、寝てないって言ってもあれか、休憩時間とかもちょこちょこあれか。まあ、夜寝る時間で言ったら、11時だから5時。まあ5時間、6時間やな。6時間ぐらいですかね。平均的に見たら、バラバラですよね。ブレスレットも素敵ですね。ありがとうございます。ピアスあげてほしいなとか。あ、英語の海外の人もいますよ。なんて読むんだろう。わかんない。ああ、それ、英語じゃな翻訳できんのかな、これ。無理だ。Thank you。こんな感じですかね。なんか他にある？あ、でも、ブータロ、素敵なフォトウェディングドレスなんかさ、コメント読むのめっちゃ下手くそなってんだけど、ウェディングドレス着てみたいなって。着てほしい。絶対着た方がいいよね。やりたいことやった方がいいよね。ということで、まあそんな感じですかね。大体広いたかな。すごいよ。彼氏と付き合って12年でどこだったそんな。5月にフォトウェディングやって。どこ？あ、本当だ。すごい。ブートロたちより先輩だ。の、5月なんだ。ジューンはあれか、6月か、あれは。うん。いいじゃないですか。素敵な思い出作ってきてください。10年のお揃いのもの何かを。これはね、ちょっと密かに考えてますよね。あ、そうやん。今日行ったから買えばよかったな。確かに。しくった。もう焦ね、った。最近ちょっと出費が多いので、ああ、そっか。ちょっと落ち着いてからにしようっていう話をしてて。また、いずれ年内には、10年の間には、まあそっか、10年の間にっていうはい、感じで買おうかなって別に。感じです。はい。また買った時は、自慢しますね。何がいいかな。うん。なんかそれが決まらへん。なんかほんまにビビってきたものにしよっかとかって言っとってな。忘れてたわ。確かに。そうや、そうや。あれないもんな。モンキーみたいなやつ。大きい。江戸春。姫ちゃん。今うんこしてる。あ、ごめん。皮膚科最初行った人とか、皮膚科で開けた人も結構やっぱりいますね。開けたいけど怖い、痛くないの一瞬ですね。でも人によるのかな、これも。カチッって。あ、皮膚科の人多いよ。ああ、そうなんや。うん人の耳を開けたことがあるからさ、あれで多分なんか怖いっていうのもあるんやろな。安全ピン火で炙ってさ、もう最悪それ。こうブスってやった時に音がすごいね、あれ。うんブスって音すんねん、ほ一んまに。番、安全ピンはちょっと、で、痛そうな顔すんねんけど、あ、全然痛くなかったみたいな。嘘つけみたいなさ。一瞬なんよ、だから。ぐさっていう、なんか、まあ、怖さもあるやろしね。私が言って開けてやるよって言ってる人もいるよ。皮膚科か美容科で開けれるよって3000円とか5000円とかで。そんなかかんの？ 100 均売ってないの？開けてもらうっていう、施術料みたいな。そういうこと、うん他人にあげてもらうとそんだけかかるってこと、ああ、そうなんや。へえ。ボロ儲けやな。ありがとうございますって。2人見てるとハッピーって。ありがとうございます。最初は開いたよ。最初は痛いよ。あの時と一緒で。私は10代の頃、片方友達も片方は皮膚科で開けたよって。まあ、いろんな人いますよね。痛さ加減よくわかりましたって。よくそういう感じですよ。
これやっぱ止まってる。だってここのコメントないもん、ここに。距離よりってして真ん中に。いや、違う。これを。ごめんなさい、なんかね、こっちにコメントがちゃんと反映されてないんですよね。画面ではめっちゃさ、更新されてんのになと思いながらさ。うまいな。ちょっとごめん、多分わかる。一回と切るわ。うん。ちょっとゆうちろさん画面で一緒に見てもあれやし。あ、来た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 。なんかすごい来てない？こんなに来てたん？これ何？どういうこと？遅れてきてるんじゃん。遅れてきてんのか。ん。なんかもうわけわかんない状況になりました、皆さん。コメントが。いやめっちゃ流れてんねんけど。これは絶対一気に来てるよね。うん。でもこっちでこう見なあかんねやろな。これやな。あ、オッケいけたいけた。ブータユータこんばんはって。新しい呼び方すぎて笑っちゃった今。ブータユータこんばんは。ブータラとゆうちらです。よろしくお願いします。音するのって。でも安全ピンはだと思う。ピアッサーとかはもうピアッサー自体の音がうるさいから、分かりづらいだけなんでしょうね。ー。音するで。怖がらせてる。怖がらせる。めっちゃブスって音すんねん。めっちゃハッ怖い。ピーアニバーサリーです。ありがとうございます。昔の人はそうなんだろうね。新幹線の中で開けた穴があるってすごい。じゃあお母さんと一緒に開けに行ったよって。怖かったんだね。うちの娘口に開けたって。みんな何しに開けに行ったわけそれ。なんかすごい気に安なる。全だからじゃないだって。違う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 。何を思ってみんなその、体に穴を開けようと思ったのか。だってピアスつけたいじゃん。精神が、そういうことなんや。それでしかないよ、だって。へえ。そうなんや。でやっぱみんながやってるとやりたいってなる精神もあるだろうしね。へえ、そういうことなんや。私は彼氏の友達に開けてもらったよって。口に開けてた子いるわ。舌とかもすごくない？ヘソピも痛そうやしな。ベロはやってみたいと思うわ。思あれ初めてなんか、すげえって便利そうやなと思って。便利？ベロってこう真ん中からこうプスってこうナイフで切って、あれヘビみたいなやつ。そう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 。あれ両方にやると両方とももうなんか独立すんねん。無理無理無理。あの映画、ヘビでピアスって映画見てんけど、あれでもなんかすごかったもんな。あれ便利やと思うわ。ちょっと感覚が違うね。そうなの、どういう時に両方ともが神経あるから、こう違う動きができるわけ。だからさ、歯とかさ、こう今1個のベロがさ、左のところにカスがついてるから左を取らなあかんってなったら全部のベロがそっちに行くやん。でもさ、左と右に両方カスがついてるのにさ、片方だけよりも両方いけた方がさ、早いやん。便利やなと思わへん？思わへん。そう。はい。もう歯間ブラシ使います、それやったら。いや、ご飯食べてる時とか結構あれなのかなと思って。でも、あれは病院でやったとしても、なんか1ヶ月ぐらいご飯もなんかまともに食べられへんねんて。だろうね、痛いもんだって。すごいね、あれ、一気に開けられへんから。徐々にこう広げていかなあかんから。らしいな。眠そうだよ、大事かなって。眠そうかな？スプリットだ。スプリットターン、それ、全然大丈夫です。金属アレルギーはでも調べてもらわないとダメですよね。確かに。金属アレルギー用のなんかあるよね。今、うちの子は気がついたらいっぱい開いてた。ピアスは大丈夫なのに血液検査はダメなんだって。でもなんかわかる気もするな。血とやっぱちょっとこう穴はまた違うというか。ヘソピーしたかったけど今、腹出すぎて無理タイム誤差です。はい。ごめんなさい。ちょっと一気に最新のコメントにちょっと戻らせていただきます。吉高由里子さんです。そうです、そうです。鼻に輪っこのピアスね、牛みたいなやつね。はい。いろいろピアス話で盛り上がってますが、なんかすごい親戚の集まりで帰ってきましたって。民宿でフグのコース。うわー、リッチ、美味しそう。幸せだったでしょうね。お腹いっぱいって。帰ってきたら2人のライブしてて、今日は幸せな日やって。特別。でも嬉しいね。その中に自分たちの時間も入れてくれるっていうのは。強制終わったらどうするんっていうことで。強制終わったらどうする？
強制終わったらどうしてっていうこと？なんかすんの？強制終わったら。何もしない。なんもしない。うん、強制終わりってだけ。ピアスしたら開運になるらしいで。何になる？開運。え私は耳たぶ氷で麻痺いたね。ピアッサーで友達に開けてもらう。自分たちも高校の時それがほとんどやったな。安全ピンも中にはいたけど、やっぱピアッサーが多かったね、自分たちの。あれ、なんで安全ピンはあれ消毒炙るのって？うん。熱で菌を殺してみたいな。あ、そうなんや。ゆうちろさんは母親みたいなこと言うね。私が開けた時、私が痛い思いして産んだ体に穴を開けるのかいって母に言われました。確かに確かに。その気持ちわからんでもないけど、いや、なんかでも、なんやろ、なんで開けんねやろうがすごい不思議でしゃあなくてさ、開けたいって思ったへんからさ、なんで開けるんかが不思議でしゃあないの、そのみんなが。しかもめっちゃ若い時にやろ？結構、学生時代で開けたりとかってことやろみんな。でもなんかやっぱ聞かされたい時期やん、若い時って特に。こうなんかおしゃれに目覚め出してさ、やっぱこう。あ、だからおしゃれの一環なんだ。一貫、そうなんじゃない。そうやっぱみんながやってる。うんやっぱ憧れの人もつけてる。じゃあ私も。確かに。おませポイントみたいなもんじゃない？そうも実際可愛いじゃん、だって。ちょっと違うだけで印象違うもんね。そう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 。そうなんや。おしゃれの一環。私も見たよっていう人もいますね。ヘビーピアス。結構衝撃的でしたよね、あの作品。ブタちゃん、ゲームもうやり始めたの？もうやってます。フーラの試練でしょ？フーラの試練知ってる人少ないと思うけど、もうお父さんがずっとやってたのよ、うちのトミー。今だ見てくれてるから。もう仕事帰ってきたらもうひたすらやってるイメージで。で、まあ、お父ちゃんがやらへんときはお兄がやる。ブータをやる暇がほとんどないの、ゲームって、実は。じゃあ一つのセーブデータをみんなで分け合ってって違う。3個作れてん、あれ。だけど、ブータのはもうなかったわ、多分途中から。もうやらへんから。でもブータがこう、大人になって、ちょっと改めてやったらもう面白くって、でも一応ストーリーを一通りクリアして、今からちょっとやり込み要素って感じですね。風の試練はクリアしてからなんで。皆さんはぜひ、どんなゲームかって言ったら、モンスターを倒していくだけなんですけど、ダンジョンをこう、登っていって、単純やけど頭も使うから、今回、もう今インターネットの時代やからさ、もし死んだらダンジョンで、なんていうの、今まで積み上げてきたレベルとか、持ち物とか、お金とか、もうすべてなくなるの、一から。で、またやり直したら同じダンジョンじゃないのよ。もう、同じストーリーはもう一回きりしか出てこへんから、毎回考えなあかんし、毎回拾える武器とかアイテムとかも全部違うから、まあ、それを持って帰ったりもまあできるんですけどね。いずれかは。まあ、それで武器を育てることもまあもちろんできるんですけど、まあそうそう。だから途中で死んじゃったらアイテムがなくなっちゃうのね。今まで積み上げてきたアイテムが。でそれをちょっと救援っていう機能が増えてて、最近のやつは。こう助けに来てくださいって言ったら、そのダンジョン、例えば7階で死んだら、7階に助けに来てくださいって要請したら、誰か違う人が助けに来てくれる時代ですよ。びっくりじゃない？みんな知らんやろ？多分、半分ぐらいの人は今、適当に聞いてたかも。多分そうやと思う。なんかすごいさ、なんか励みになるコメントが1個あった。私は62歳でピアス開けました。どこ？全然わからん。どこにおんのそんな人。あ、ほんまや。いいじゃん。そういう人もいるんだよ。いいのも年齢関係ないじゃん。そうなんや。そうやね。なんかそういうところでは、なんか人生一回きりやしなとかさ、思うんやけど、なんかなどうしよう。開けようかな矯正の調子はどうですかってことで。矯正こんな感じ。痛さとかは？もう全然痛くない。よかったね。最初がやっぱあれやったな。けど、やっぱり、この後またもう一回行って、っていうか何回も行かなかったんやけど、月1ペースで行って、やっぱ行った3日、4日ぐらいは、やっぱこう、って感じ。思いっきり、なんていうの縛り夜からさ、あいつらは。だから、
あいつらね。歯医者は。うんそうそうそう。敵やのあれは。だってやっぱそういうなんか特殊な感覚を持ってるような敵なんよ、歯医者は。痛めつけてくんねんもん、それは敵やろ。何だったっけ、どこまで行ったの？舌切ったら便利って言ってたからね。ピアッサーの話もしてます。病院で失敗された人もいるよ。そんなん言わんといてくれる？読まんかった病院行こう思ってたのに。高校1年で開けた。だからおじいちゃんやろ。ちょっと危ないんじゃん。その、若い人がおらへんっていうな、ネックやでんな。それだけはちょっと別のところでやってもらったら。うんイヤーカフも好きって可愛いよね。あ、安全ピンもう一人いた。ピアッサーで失敗したことあるって。そう、ピアス可愛いし印象変わるね。そうですね。それスイッチをポケモンのおすすめソフト教えてください。めいっ子ちゃんが貸してくれるみたいなんですよ。おすすめソフト今のあれじゃない？スカーレット・バイオレットやけど、うんでも割とポケモンの世界に入りやすいのはレジェンアルセウスアルセウスかな。あれは割といいとこ取りというかさ、どっちもどっちの。なんかただまあでも最初のやつポケモンは最初のポケモンに行った方がいいんじゃない？どれオーソドックスな。どれ？金、赤緑。そっち？試練のは昔のとは違うのかなって。でも根本は一緒。ちょっと変わってるけど、大元は変わってないですよ。一緒に開けるか。どこ？ほんまや。開ける一緒に。確かに記念日や。ほんまや。タトゥーの話あったね。でもタトゥーは全然興味ないんですよね。確かに。全然って言ったら嘘になるけど、やっぱなんか流行ってた時はちょっと一緒によぎったけど、絶対似合わへんっていうのがもうあるねんな、自分の中で、タトゥーが。そっちなんや。へえ。やし、温泉入られへんと嫌やし。そうやね。日本で生きていく上で、ただただ、なんていうの、不平等な生活をしていかなあかんやん。それを狭めてしまうやんか。こう生きていく上で自由に、まあ、自ら増えてき、てもいるんやろうけどね、いけるとこそもな。うそうそう、自らんなんていうの、不平等な世界に飛び込もうとは思わへんタイプの自分はどっちかっていう痛いって聞くし、まあ、痛いのはいいねんけど、それなんか嫌やなとか、デザイン変えたいなっていう時に大変と思うと、なんかもうめんどくさいが勝っちゃう。眉譲りとかはな、いいと思うけどな。自分はあんまりかな。眉譲りも。ちょっと悪い系の人にやっぱ見えがちじゃない。そうなの？どうしても。まあこれは偏見やけどな、ブー太郎の。みんなピアスで盛り上がってるわ。筋トレはやってるのって最近はなんかもうほんと必要最低限。腕立て30回とか、スクワット50回とかもなんかそういうもうなんか簡単なのしかしてない。から全然痩せないです。赤緑ありがとうございます。でもね、赤緑スイッチないな。ないよ。だからブタのスイッチやったら、まあ、やっぱ今最新作がやっぱおすすめ。御三家も出てくるし。でもアルセウスはユーチロが大好きなんで、アルセウスも豚をやってないです、ちなみに。あれはほんまにいいとこ取りって感じで、結構、なんていうの、いいんちゃうかなと思うけど。ポケモン GO のフレンドになりたいってね、言ってくれる人たまにいるんですけど、さすがに言っちゃうとね、結構居場所がバレちゃうじゃん、あのゲームって。1ゲームやから。確かに。そう、だからちょっと控えさせてもらってます。申し訳ない。本当は信用してもう交換したいんですけど、なんかちょっと、やっぱりこういうのってさ、油断禁物というか、もでも、なんか地味にさ、プレゼントとかもさ、一人一人さ、あちこちのプレゼントを送るようにしてるわ。なんか知らんけど。わかる？同じところの、例えばさ、そういうことな。そうそうそう場所のな、うんはいはい、そういう、言いたいこと分かった。そう。もうなんか人ってさ、本当にさ、いろんな人がいるわけよ。もうみんな大抵の人はもう心が綺麗な人が見てくれてると思うけどさ、もういろいろあったじゃないですか。そう、だからもう分かんないんですよ。だから申し訳ない。ちょっとここはご理解いただけたらと思います。本当はしたい気持ちは山々なんですけど。ドタロの誕生日はね、2月の1日です。もう、もう言わなくていい。もう本当プータローはもう今日27やろ？うん。あと4日、5日後です。そう、もう本当気持ちで嬉しいので、もうありがとうって感じで。もうだから誕生日はもう豚は祝う方がいいです、やっぱり。ドタロの誕生日に冷蔵庫を見てきます。
なんか違うよな。これがいいかなあれがいいかなってね。海外版踊り鳥とかも言われたらめっちゃ欲しいけど。最近の温泉、隠せる、そうだね、隠せるファンドとかもなんかあるもんね、ブアンデか。はい。なんか、ブアンデっていうかこう、なんていうの、でも好きなやっやつでしょ。やっぱりよ、その隠せるとかさ、なんかやっぱり何かをしないとできないみたいなさ、そういう世界に入り込んでしまうやん。うん何かをしないと入れない。でも何もせえへんかったらさ、別にスッと入れる。うん何かをして入るとやったらやっぱ違うやん。自分はまあね特にめんどくさがりやからさ。だからそこまで好きじゃないんやと思う。だからそのタトゥーに狭めてしまう憧れがない。だからさ、好きやったらそんなことも苦にならへんぐらいやろうってなる。うん。そんなにやりたいってなってないんやろなっていうのがまあまあまあま正直な答えな。ゆうちゃろは12月ってゆうちゃろ7月です。MRI できないとかも聞くもんね。そうね。まあそんな感じかな。だいたい拾えましたかね。どうですか皆さん、まだまだ楽しみたいですか、それともあ。もう喋りたいですか終わりたいですか7月16です。七色の日。七色の日です。はい。七色の大丈夫だよ、見上げればもう大丈夫、ほら七色の橋。何その歌。知らん？国選。最近の歌。昔の歌。極戦ってめっちゃ古いな。なんか久しぶりに聞いた極戦って。アクアタイムズの歌知らん？誰やった極戦の人。なんとかあやめ。誰やったあの人。先生。仲間由紀恵？あ、中目系や。ヤン組やろ。あ、そう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 。懐かしい。あったな。やっと同じ空の下で笑えるね。知らん。覚えてないわ。私7月15日だった。一日違い。ちょっと待って、自分7月15の人めっちゃ知ってんねんけど。めっちゃおんねん、7月15。今まで出会ってきた人、みんな7月15やねん。すごいね。そう、なんか前後賞めっちゃ多い。前後賞。17もおるしな。めっちゃみんな前後賞やねんな。はい。ということで、もうなんだかんだ2時間が経ちましたので、交際10年について熱く語った回いかがでしたでしょうか。まあなんか聞いたことある話もね、多かったですし、楽しんでもらえたっていうよりか、なんか自分たちが楽しんでたような。うん、そうやな。みんなはなんかこ置いてけぼりで。自分たちでう、まあ楽しみついてきてくれてた人もいたやろうけど、みんなのこれが10年目の自分たちです。そうですね。もう今11年目になったんか。そうですよ。なので、これからも耳舐めないよ、あんた。いろいろあると思いますけども、まあなんか不思議なもので、まあずっとね、こう、ゆうちゃろうへの感謝は、まあ伝えてきておりますが、指輪の話は、なんだっけ指輪の話って。これは、ゆうちゃろうのです。で、小指のやつな。これはブー太郎たちが初めておそろで買った指輪です。で、そう、なんか今日は10年を語るっていうことだったんで、まあ、ゆうちゃろうはずっとね、つけることも多いけど、ブー太郎って本当に久しぶりにちょっとつけたいなってことで、そう、今日は特別、多分今後つけることは来年の11年目まではないと思います。なんでこんな重いように進むやろ。そう、特別な日だけちょっとこうやってお借りしてつけようかなと思ってます。っていうお話でした。ありがとう言ってくれて、もうすっかり忘れてました。そう。なので、皆様、これからも、私たち特殊なんでね、なんかこう思い出を共有できてる、そしてみんながなんか応援をしてくれている、不思議なありがたい、確かにな。本当に存在だと思ってます。こんなにさ、ね、カップルチャンネルとしてさ、こんなたくさんの人にこう、知ってもらって、ずっと、もう今日でこう、最近知った人も、まあ、長くさ、知っといてくれたら今後嬉しいし、もう、結構な人がもうずっと、長い何年もさ、
こう見守ってくれてる人が多いじゃん、うんコメント欄で名前見たらもうこの人だって大体わかるから、なんかすごいなと思って、これからもお久しぶりです、覚えてますよ。そうだからぜひこれからもいろいろあると思うんですが、てかあるに決まってるので、まあどんな舞台になるのか、皆さんもこれからも飽きるまで、嫌いになるまで付き合っていただけたら今後も嬉しいです。でまた戻ってきてくれても嬉しいしね。一回もうなんか嫌やなとかさ、なんかもうちょっと飽きたな、でもまだちょっとどうしてんのかなみたいな感じで、まあなんか存在を知ってくれたことだけが本当嬉しいからね。だけでか日本語っちゃってますね。うん本当にどんな応援の仕方でもとりあえずこう、ね、見守ってくれてることに感謝してます。今後ともよろしくお願いいたします。はい。でも嬉しい。こうやって生配信見たいと思ってて、やっと念願かなってて、なんかすごいずっとリアルタイムで見たいけど見れないっていう人もいたんでしょうね。てかいるもんね、こうやって嬉しいな。時間作ってくれてありがとうございます。だからもうこれコメントしてる人だけじゃないからね、もうずっとそうやな、こう見てくれてる、もう200人前後、1回300人ぐらいいったかな、が見てくれてるんですから、本当に感謝ですし、アーカイブ、この間の YouTube クッキングのコメント欄にもアーカイブで見ました、アーカイブで見ましたっていう人もたくさんいるんだけど、アーカイブで見てくれてる人も本当に多いんですよ。で、何回も見直してくれてる人もいるし、なんか、知ってはいるけど、知ってる以上にみんなが自分たちに時間を費やしてくれてるに決まってるからさ、ね、なんか感謝の気持ちでしか本当に伝えれないんですけど、言葉でしか。まあこう、エンタメで返していきますので、またいつか会えた時は、ね、直接お礼言えたら嬉しいなと思います。そうやな、なんかオフ会みたいなのしたいな。ゆうちろうがそんなこと言うなんて、人間の心ないあんたが。人間の心を持ってんねんけどな持ってはいいねんけど本当にもそんなこと基言う。本は冷めたっていう感じやけど、なんかな、でも場所がな、日本って意外と広いもんな。そうなのよ。ありがとうございます。抹茶さんもいつも。これからも応援します。いつもありがとうございます。もう何をおっしゃいますかですよね。なんかにもらってばっかりで。まあ私たちもまだまだ長い人生ですから、もう早い方なのよ。まだ10年ですからね。そう、10年目でもう知ってくれてるっていうことは早いってなると思います、皆さん。この YouTube というコンテンツがある限りね。突然なくなったら、また新しいのができてるでしょ。まあそうやな。そう、何かしらの形で、もう最悪もうさ、写真だけとか、インスタグラムだけとかになる日も来るかもしれないしさ。もう分かんない。未来は未来。ね。楽しんでいこうっていう。一緒に。だからもうみんなも、ね、ブーターたちが話すばっかりじゃなくてコメント欄とかでね、いろんな話聞かせてもらったら、これから無視するかもしらんけどそう無視するかもしれないししつこく送ってくれたらな。でもさ、よく見るじゃん。人気な YouTuber さんとかやってるやつ。なんかさ、こういうエピソードみたいな募集してみたとか。なんかああいうのもやってみたくない？ナイスパーって。ありがとうございます。もう。ナイスパーでそれ。いつもすいません。本当にもう今月だけでもうどんだけブーターたちにこう。なあ。うわ。10年おめでとう。今日のブー太郎さんのゆちゃらさんを根っこで愛してるの発言に感動しました。ずっと仲良しな2人をこれからも応援していきます。もう本当に昔からありがとうございます。これからもよろしくお願いします。もう本当にもう楽しくね、無理なくと皆さんずっと言ってくれてますが、そう、無理なくやっていきます。街で見かけられても声かけられることはありません。マジで一回もないよな。ゲーム配信の時のあれはイベントやん。の時にそうは一回なんかちょろっとあったけど、マジで一回も声かけられたことないんよ。そう。あったらごめんやけど、ないよな。ない。だからさ、自分たちってやっぱこう画面で映る自分と普段の自分ってやっぱ違うんかなとかさ、思ってみたりとかどうなん？そうや、それさ、フォトウェディングに来てく
くれた人くれた人に聞きたいが一番わかるよ多分それぞれ違う感想やと思うけど、どうやったみんな。どんな感じだったの？な。終わる先にも程があるよな。みんなさっきまでお疲れ様でしたとかここでまたさ、質問してさ、かわいそうにほんま。二人と LINE 友達になりたい。ごめんなさい。LINE 友達もね、一時やってた時もあったんですけども、ちょっとね、控えてます。ちょっといろいろあるから。いろいろあるんですよ。ちょっとここはさせてもらいたい。本当は、もういい人とはね、交換、でもね、返せないんですよね。自分、基本、どっちみち、過去いろいろ交換してきた人いるけどさ、続かへん。し、LINE 嫌いなの、基本。なんかわかるさ、嫌いも語弊あるな。なんかそう、LINE して来てくれた人たちの歴代の人に申し訳ないから、ちょっと語弊あるけど、なんと基本的にやっぱ会って喋りたい。まあな、そうやな。これだけは絶対に譲らないとか、私が一番のになるとかね、熱い気持ちを書いてくれた人がいますけど。ゆうちゃろさん、ブータロさんと喧嘩とか価値観のズレとかないんですかって。ゆうちゃろさんに質問来てます。価値観のズレしかないです。むしろ価値観なんか合わせていくもんという認識はい。しかない。違うから、基本。よっこいしょいちゃ言わない。ほんまそれ。ナイスパだけのためにさ、もうありがとうございます、盛り上げてくれて。虎物の方が、虎物じゃん、実物の方が断然かっこいいし素敵だったって。これめっちゃ嬉しいね。じゃあタイミングが合ってないのかな。でも一緒なんかな。やっぱりこう画面で見てるイメージ通りやってでもさ、な。細くてかっこよかった。すごくキラキラしてた。あ、だからそれはだからもう今は違うってことよな。今はもう全然。でも今の自分たちを映してるわけやん。これ別に加工とかも別に特にしてるわけでもないやんか。普通。会ったことない人がほとんどやからね。ああ、そうか。そなんか、まあ話しかけようとは思わんか。何言われるかわからんって思われそうじゃない。う。もうね、全ブー然。太郎やったらさ、そうやな。ブー太郎単品やったら話しかけようと思うけどさ。でもブータゴの方が意外と怖いかもよ、裏。違う、話しかけられたら、もちろんそんな怖いことはしないけど。ってことやろ、そういう認識やん、ブー太郎どっちかっていうと。ブー太郎に話しかけたら絶対笑顔で返してくれるっていう認識やけどさ、自分がおるとさ、なんか、この人に喋りかけるんちょっとみたいなさ。わかんないけど。ちょっと待って、どこまで見たっけ？逆にな、そんなん喋りかけられたよな。あ、そうだ、あんた、意外と喋りかけられてて、なんて喋りかけられてみたいのはあるわな、別に。あ、そう。まあでも、どっちの場合よな。意外やね、みんな。やっぱ人間って分かるでしょ。絶対大半の人がゆうちろは絶対嫌でしょって思ってたと思うけど、意外とかけられたらしいです。いや、二人でおるときはな、いや、どんなもんかなって。確かに。僕は LGBT の一人ですって言ってます。ああ、そうなんや。個性が似てるね、僕たち。よろしく。でもほんとさ、LGBT もそうやけどさ、チームは一緒やけど、やっぱ違うよね。中身開けたらいろんな人がいるもん。結局みんな違うもんな。みんな違う。ほんと個性なのよ、マジで。だから自信持ってほしい。し、多分嫌いと思ってしまう個性の人もいていいんじゃない？ LGBT が。いいと思う。違うのね。自分もあるし、うん、好き嫌い。全然。なんでこのさ、僕も LGBT ので一人ですって言ってる人に対してこんな重いこと書いてるのこんな多分お返し求めてなかったように急に語り出したで言うて。はい。いつでも行くでとか言って。ドレス良かったですって。ありがとうございます。あれ、ね、写真で見たらすごいよね。恥ずかしいわ、あれ、見返すの。でもイケメンすぎとら名前言ったらブー太郎って感じ。自分で言うもんな、恥ずかしいな。エレベーターでもズボン、お尻吊り上げられてるとこ見たら言うな、確かに。そんなことやってるの自分らしかおらんよな。二人に遭遇して多分泣くって。お二人を見たことある気がしますだって。どこにいた？そこの場所によって正解か不正解か分かりそうじゃない？会いたいよって。顔がちっこいのよねって。ゆうちゃろはちっちゃいです。いや、もうちっちゃくない。二人に会いたいって。いつか会いましょう。絶対会えるよ。お二人に遭遇したら息止まるって。でもめっちゃかっこよくて可愛かった。お顔が小さかった。二人ともかっこよかったよ。またファンの集いしてくださいね。芸能人になったみたいな感じのドキドキだったよ。二人に会えたら絶対声かけたい。
お二人に会いたいのでオフ会楽しみに待ってますね。今度は絶対匂い嗅ぐやめて、臭いから。風来のブータローユーチャロー YouTube 配信頑張ってカメムシでもうなんかさ、いろんな情報詰め込みすぎよ、トミー。トミーはちなみに、明日から旅行行くらしいです。マミーとデート。あれそう、そう、楽しんできてね。三重だから街で二人に会えない。そうね、なかなか。でも三重行くことあるよな。あるなあ。二人三重って三重やんもんな。うん。二人ともかっこよかったって言ってくれてる。もうお世辞でも嬉しいよね。本気で言ってくれたらな、嬉しいけど、本当にみんな悪い意見あっても言えへんよね、この流れだと。ね。確かに。でも、まあ、かっこいいは分かってんけど、この画面通りか通りじゃないって言ったらどうっていうとこやろ。言うてるそうやね気になるの。。そうやね。そこやね。ありがとう、たくさんの皆さん、かっこいい。でも、ゆずろ様が、めっちゃ分かる。ゆずろ様ないねんがなとかね。聞きたいとこは、皆さんちょっとずれてて、うん。画面通りなのか、画面とは違うのかを知りたいらしいです。もう一度お願いします。かわいそう。画面で見た通りなのか、なんかちょっと違うのかっていうのを聞いた。大体こんな感じなんかなっていうのが画面に見て生で見てもなんか大体一緒っていうなんか認識があるやんか。そうね。だから街で見かけたとしてうもん。この画面に出てる人って気づくぐらいの待って、これまた困って止まってんの。レベルなのかなっていう。これさ、ごめん。多分みんな送ってくれてるのかもしれない。まだコああ、メントがそうなんかな。更新されてなかったわ。画面通りではなかったです。来てます。あ、画面通りじゃないんや。そうなんや。基本寄せおじさんですよねって吹いた誰が言ってんのそんなこと。お前やいた。そう、基本寄せおじさんが気づかんかもな。いや、逆に気づくか。ああ、確かに。寄せおじさんのブートが特徴がありまくりじゃない。匂いフェチだからね。画面とは違うんや。まあでも一人がね、今んとこ。あ、でも、画面で見た以上でした。画面とは違った。また質問とかいつもわんねん。かわいそすぎる。嬉しい。画面よりキラキラしてたって。画面と違うって。あ、違うんや。画面より細いし顔が小さかったって。嬉しい。どうしよへう。だけどあれやな。また、本当はね、皆さんこう、本当にブドウたちと会えた人って数少ないから、会える機会、ゆうちろう様が、わしは皆に会いたいと言っているから、いつか叶えれるように、まあ、年内ね、どっか一箇所で。行きたいよごめんごめんって画面よりも生の方がもっと素敵だったよって。画面よりももっとかっこいいよ、素敵すぎたって。みんなすごい嬉しいこと言う。足も長いって言ってくれてる。いや、画面より素敵、目がつぶれるぐらいキラキラしてたって。もう一人でキモいんだけど、もう台無しやんな、ほんまに。まあだけどこれは多分ゆうちゃろうさんがマジですごいから、レベチ。いや、ちょっとやめてくれる、そんなさ、急にさ、ハードル上げんのやめてくれる。会った時、そうでもないやんみたいな感じに見られるやん。いや、マジでマジで。やめてくれるブー太郎はもう、現実で、まあ、これみんな関係なしよ。現実でやっぱ会う人に、もうほとんどの確率でゆうちゃろうにやっぱ目いかれるから。そんなことない。いやいや、これは、みんな、まあ、画面越しでもいいだよって今突っ込みきそうやけど。いや、やっぱゆうちゃろうには勝てないですね。やっぱゆうちゃろうのキラキラ度はすごい。スタイルがマジでいい。なんか遠くから今でも思うそれはときめく意味では。嘘つけ。いやほんまにゆうちゃろうの体型マジでいいなって思う。バランスがいい。そう。ブー太郎はブーツ履いたらちょうどいいバランスが。だからさインスタグラムでさ、結構こうなんかめちゃめちゃなんかモリモリ体勢で全身を取ったらみんななんかこう細いとか足長いとか持ち上げてくれんのよ、でも実際になんか多分ブーツ履いてるからねそれって、でこの間さ、家で全身写真撮ったんやんか、やっぱちゃうねんなんか何が違う
自分やから分からない。いややっぱやっぱこのブーツの高さって大事だよなって思ったねっていう話。まあだからまあ皆さんねいつか会いましょはい。う。だからずっと応援しててください。会えるまで。いや会えた後も。妖精おじさんの生ってどうなん？もうブー太郎はもう分からへんね。あんな写真通りにキモい。それとも実際はそんなことない。あれはさ分からへんよブー太郎も。あんたよく撮ってさ笑ったりもう写真通りにキモいと思う。ちょっとぐらいはオブラートに包めよ。うん。腹立つな。マジで。うんなんなら顔も、なんていうんやろ。いや、死んではないねん、別に顔は。なんか、違う意味で、なんかその、おじさん感を全面に出してくるみたいな。なんかそのキラキラ感を出すときはメガネ外してるときでキラキラしてますみたいなのを全面に出してくるんだけど、メガネかけてオフのときはそのオフを全面に出してくるから、なんかすごい服もみすぼらしいというかさ、なんかほんまに不老者みたいなさ、もうズボンもどこまで穴開いてんのみたいなさ、服装でクロックスのもどきでなんか別にええねんみたいななんかさザおっさんみたいなさ感じの全面に出してくるから確かにブー太郎美しい状態で世の中に歩いてることの方が珍しいです。なんか美しいって自分で思って歩いてる時はやっぱ違うブー太郎そうやな。は、でも今日は何もしないねオフやねんっていう時はほんまにオフやねんで来るからなんかほんまなんか何しても平気ですみたいな。だからこの間もさ、ポップコーンさ、映画館で買って普通に持ちながら歩いて食べとってもさ、何の恥じらいもないやろ。ね。それが当たり前ですけど何かみたいなさ、顔でさ、見てるやん、こっち。マジで。だってタンクトップでもう一丁で歩くぐらいやん。そう夏とかもそうそうそうだからブー太郎はマジでそういうところはなりきるよな。スイッチが入ることがもうほんまにもうないな今。すごいよな、なりきるというか、ほんまにその姿のブー太郎が出てくるみたいな。すごいよな。多分みんなが言ってくれたようなキラキラ感は一切ないです。ある意味キラキラしてんな。そうなんか。だからそう、すごい。そういう意味ではほんまに。まあいろんなブ180ー太郎がいるということで。ゆうちゃろは目が腫れてるときはマジでブス。今日今クリクリしてるんだけど。今日も晴れてないだいぶ。腫れてるけどまだクリクリがある。なんかもうひどい時もなんかもう単行部みたいな目してるから。確かに。ほんまにちょっと変わるだけで。二重の形が変わるよ。なんかこんなんなるよ。鶴瓶さんみたいな。塩分取りすぎやね。まあそうやね。はい、ということで、もういつ終わるんですかこれ本当に終わる先。そう、もう終わりましょう。はい。さすがに。お疲れ様です。はい。でもちょっと一個気になるコメント来ちゃったよ。僕は彼氏いるんですが、街中でイチャイチャできない2人です。それで恋愛続く秘訣を教えてください。これ答えなきゃいけないでしょ。終わる先です。ごめんなさい。ちょっとまだ終われないです。これ答えをこういうのは。ポップコーン持って歩いてるんで。そうよね。マジで。ポップコーン持ちながら食いながら。そう。大盛りのポップコーン。はい。で、それ。また質問っていうか。終わるから30分もうこれで終わる。これで終わろう。これで終わりましょう。はい。僕は彼氏いるんですが、街中でイチャイチャできない2人です。それで恋愛続く秘訣を教えてください。イチャイチャの定義によるんですけど。まあ確かに。だからほんまになんかチュッチュしたいとかさ、なんかこう、手つなぎたいとかって思ってるんやったら、もう、門前払いよな。ちょっとだけごめん。これだけちょっとすごい面白くて。今日の遅いの服のデザイン、リーゼントの人だったのね。ずっとエビ天と唐揚げだと思って。確かにさ、ここだけ見たらさ、こういうことやるだから、こっちがエビ天で、こっち唐揚げってこと見えるよ。ちょっと待って、めっちゃ面白い。リーゼント。これ実は人でしたみたいな。そう、リーゼントです。これ。おそろなんですよ。はい、ごめんなさい、話しちゃっちゃいました。何でしたっけ？だからそのチュッチュしたりとか手つなぎたいとかやと、結構なんかハードルが高いっていうかさ、もうそのハードルが高い自分自身を乗り越えていかないとできひんよな、そういうことをしようとするんやったら。でも自分らさ、あれよな、そういった意味でのイチャイチャはせえへんけど、なんかチューとかね、仲良く
してる男みたいな感じの見られ方なんかなっていうでもさ、それも時と場合によらん。自分だってさ、そこのスイッチもすごいくって、だからさっきコメントでも来たけど、例えば外遊びに行ってエスカレーターがありますとか、もうヨドバシカメラとか行くときはそうやねんけど、僕をさ、もう知ってる人はまたこの話から思ってると思うんだけど、もうケツからここを思いっきりグイーって引っ張られて、もうまた悪いみたいな感じで。この状態で思いっきり引っ張られんねん。みんなが想像してる以上に引っ張り今自分でこれ制限してるから思いっきりグイって引っ張るんでしかもなんていうのこうもう歩かれへんなんていうのもうすっごい勢いで引っ張られてんねんマジでなあそうだからさもう全然恋人やとは思われてないやろしそれこそそんなことしてるのがで喋らんときはマジでもうそれぞれのさ世界に浸ってるからだから別にラブラブするラブラブしたかったらなんかそういうことしたらいいんちゃうかなと思うんだけどなんか逆にそういうので満たされる、自分はまあでもさマジでこれ空気読む力って大事だまあそうやなこれが通じる人やってん多分自分たちはたまたまいきなりケツ蹴られてもさ喜ばへんやろ多分でもブー太郎喜んでないし喜んでないかそんな蹴られたらその蹴飛ばすんじゃないでほんまにポンってそのケツ蹴り入れたりとかな蹴り入れたって言ったらすごい語弊があるけどツンツンみたいなな、まあ、だけどこの間も職場のトイレでこうさブー太郎がさ先におしっこしてたらさゆうちゃろうがさゆうちゃろうが先におしっこしてブー太郎がその後おしっこしたらさゆうちゃろうがこう手洗ってでもブー太郎も逃げられへん状態の、おしっこ状態でも水かけの刑に浴び出されてさ、まあ、そういうことをされるのはやっぱ理想じゃないけどでも全然さ嫌やけどほんまに好きやったらやっぱそれさえもこう面白いなんていうのなんかやっぱ楽しさに変わるんですよねそこに笑いが生まれてたらで最初はムカッともくんねんけどでもやっぱ最終的におもろいよねってなれるだから一番あかんのはやっぱ一緒にいて面白くないなって思っちゃうってことは自分がよ今この名前なんでしたっけあんまりなっちゃダメかっていうことはじゃあ相手も絶対楽しくないからそれって、じゃあ解決策はまあ別れるもありじゃあもう自分がもう思いっきり楽しむ環境を作ってみようと思って頑張るしかないよね、ゆうちゃろうみたいに素直に、なんかイチャイチャできひんくても別になんかそれに代わる代替案として自分はそういう行動をしてる、それがある意味のイチャイチャというかねそうでそれやとなんか別に外でも変に周りからこれはあれよ男同士のやからとかっていう前にさそれが別に男女であってもさチュッチュしてるのなんか見たかないやん人の、ましてや電車とかさ、そういう公共の場とかでさ、中にはねそうまあ自分は見たかないんよ自分も別に見たくないだから正味そのあれを持ってるから、自分たちがするってなった時にそれを客観視して、嫌やろうなと思うからそれを違う方向に置き換えてやってるから、だからどれだけ相手、まあね思いやれるかですよねやっぱ最終的にそう決定の思いやってる自分読んでると思うねその思いやりなんていうの結局笑ってくれるやろうなっていう信頼があっての多分いきなりはせんかったと思う出会って当初そういきなりは受け付けらんけどだから最初は探り合いやなんか最初は綺麗売りでもいいと思うし無理にこうね、取り繕ろうと思うけどやっぱ最終的に長く続くにはどれだけこうお互いが認め合って信頼できて寄り添えてそれが苦じゃないかやからもういろいろ好きなように生きた方がいいと思う我慢はあんません方がいいと思う、綺麗に作ろうってもいずれ首絞めるからね自分のそうやなまあだからなるようになるよだから別にいいじゃん運命の相手じゃなかったら運命の相手じゃなかったでだからラブラブもし今したいのにできてないんやったらしてみるのあるよねまあなでそれで嫌がられたら、空気読むのもありやしあと案外街中の人って
あんまり人を見てない、自分を気にしてるからあんまりその人の行動に目がいってないっていうのが多いっていうのも気づいた。だから別に気にせずにやってもいいとは思あう。うん。あ、まあね。一期一会やし。まあなんか分かるやん、もう一発目で大体のニュアンスで、こうさ、近寄ってこう、とかってやってみてさ、うん。あ、もうこれ完全に引いた顔やなとさ、うん。なんかちょっと、やめないね、みたいなさ。ほんま嬉しいけど、照れてるバージョン。うん。自分は常にブー太郎そういう感覚で見てる。どういうこ蹴っても喜んでるやろな。と喜んでないです。水かけられても喜んでるやろなって。まあでもこうやって笑って話してるからな。まあな。そう。まあそんな感じです。だから、そう、最終的に首絞めてるから、もう徐々に探りながら、そうやね。そう、空気を読みましょうっていう感じですかね。やっぱ結局は空気なんですよ。相手に寄り添えるか。やっぱほら、電車内イチャイチャは男女問わず私も嫌いって。やっぱそう、公共の、なんかそのほんまに空気を読まないとあかんよね。イチャイチャできるんやったらしたらいいし。だからユニバとかもイチャイチャできるやん。うん。格好の場所あんなとこ。うん、ああいうところでイチャイチャしたらいいと思まあね。う。うん。そう周りだからもみんな見てないし、自分のこと、うん自分がイチャイチャしたいから多分そういうとこに行くわけよ。うん。そうやろ。イチャイチャスポットやろ、あんなとこ。まあだけど、ディズニーランドとかいろんな考え方でいろんな人がいるから一概には言えないけど、だから別にしたきゃしたらいいのよ別に。だって人目気に、だからもう人目気にすることも大事やけど、ね、最終的には人に言うために生きてるんじゃないからって後悔したらダメなので、まあ、自分を大事にしてくださいっていうことですよ。うんはい。偉そうにまだ30年ぐらいしか生きてないのに。そう。もうほんま思うねんな、たまに。何から目線で言ってんの？さっきからしかも10年でしょ、あなたたちと思ってる人もいっぱいいると思うわ。そうやで。お前らなんか偉そうで佐藤とかさ。何を分かってる喋ってるのってな。と思うけど、やっぱ10年は10年なりのプライドもありますから。もうそう。まあいいんじゃないですか、もう好きに語れば。はいということで、もう本当に終わるんだぞ。ほら、こういうので、こういうのやめた方がいいんやろうなと思ってても、やっぱやっちゃってる10年もありますから。やっぱ空気を完全に読むこともできないのも、これまた人生ということで、はいはい、最後にいいとこを見せれたかなと思います。はいまあ、綺麗事は言葉ではぐちゃぐちゃ言えるので、うんもう正解は経験してみないとわからない人生、皆さん楽しんでいこうということで、そう、楽しんだもん勝ち。正解にとらわれないことも人生や。そうですね、それは本当に思います。うん世界をね、見渡してみたら、すっごい正しいこと言ってることも、なんか実は、あれって、そう、常識は常識じゃなかったりしますから。そうそこにとらわれない生き方をすることが一番いいかな。そうです。はい。ブチハさんは髪型長かった時が好きでしたって。珍しいね。ぶったろうね。自分も好きやった。えうん。パーマ自分で前髪切ったやつとかも好き。あれな。そうやな。じゃあ今度、ゆうちろうが好きな髪型に。いや別にいいよ。自分今度またセットしてあげる。パーマ。はい。みんなもうありもうがとうございました。終わろう、もう本当に終わりましょう。はい。はい。バイバイ。ということで、もうね、もう皆さん、本当に長い間お付き合いありがとうございました。いつ終わるねんと、もう本当に終わります。今度は終わるんでしょうか。終わります。終わります。はい。はい、じゃあ月1ライブ以上です。2月1日、2月度は、まだ2月1日はブー太郎の誕生日です。違った。そういうプレゼント待ってるって言いたいよ。2月1日は僕の誕生日ですって言わそうです、35歳になります。もう35アラフォか。ーです早いな。すごいなっていう話をしたら長くなるから終わりましょう。キリだ。で、次回の月 1YouTube ライブはですね、ゆうちゃろうが質問してみたんですよ、皆さん。いや、てか、ブー太郎の誕生日やろ。いや、そういうのマジでいい。なんで人の時は平気でするくせになんで自分の時はせえへんのやっとったで ?7 月ゆうの。ちゃろうにするのは好きやだからブー太郎もしっかりそれをやりましょう。ちょっと恥ずかしくなるからさ。それプラスアルファで自分が気になることを質問するわ。でもさ、最後にもう一個だけいい。うん。ユーグクッキング。
てあるやん名前、クッキングには、うん。じゃあこの月1 YouTube ライブの名前何がいいかコメント欄にこの YouTube ライブのコメント欄に募集しますのでいや別に月1 YouTube ライブでいいんじゃないの？なんか可愛くないやん月1 YouTube ライブってそうな。うんということでこれは書いてくれた人は最後まで見てくれたんやなっていう認識にもなれるっていうじゃあバイバーイバイバーイこれで終わりますはーいありがとうございました約3時間お付き合い本当にありがとうございましたブータさん誕生日まだです早めのおめでとうありがとうございますじゃあ終わりますね本当に最後までね見てくれた方もアーカイブで見てくれた方もコメントくれた人もスパチャくれた方ももうどんな形でもブータロたちを応援してくれてる人たちブータロとユーチロを愛してくれてる人たちに感謝です最後切ってくださいお、いいじゃん。バイバーイ。じゃあねー。楽しんできてね家族動画もお楽しみに明日動画あげます